はレース以上の体験。それは車の旅。君の情熱がどこかにある。君を動かす力がどこかに見つかる。自分が向かう道を見つけ出せ。プレイステーション。青は挑み続ける心。青はまだ見ぬ何かへの渇望。青は内なる情熱。あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます。青を灯せ。トヨタイズ。バリのタイヤ。はもう僕は長いことを使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、ミッションオイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。それではここで D1 グランプリをご支援いただいている皆様をご紹介させていただきます。シリーズタイトルスポンサーグランツーリスモ、オフィシャルタイヤスポンサー東洋タイヤ、パートナータイヤスポンサーバリノタイヤ、芝タイヤ、ビッツァータイヤ、ケンダ、パートナースポンサートネ、スノコ、グラムライツ、アルティア、 ATS、 プロジェクトミュー、 BN スポーツ、ブリッド、オフィシャルアワードドリンク奥の松酒造、メディアパートナードリフトスピリッツ、三栄以上の皆様のご協力でお送りいたします。ここで選手の皆さんにインフォメーションです。
ブリーフィングを行いますので、朝行ったブリーフィングルームに来てください。選手の皆さんにお知らせです。この後ブリーフィングがスタートします。朝ブリーフィングを行った会場までお越しください。よろしくお願いいたします。はい、でですね、はい、ちょっとブリーフィングがはい緊急で入りましたので、はい、ちょっとその時間を使ってギャルオンステージを待ってました。YouTube ご覧の皆さんにもお届けしようということで、はい、でちょっとね、今日予定変わりまして、はい、そうですね、今からブリーフィングがあるので、はい、オープニングオールカットになります。オールカットです。すみません、はい、ただお昼過ぎのグリッドウォークはやる予定してますので、はい、その時はまたコースに入っていただける、はいはい、タイミングございますんで、でギャルオンなんですけど、はい、自己紹介しとく。そうですね、はい、お願いします。私ですか。そう、はい、米さんこと米倉美恵です。よろしくお願いします。 A クラスやってたんですよね。はい、東京オートサロン2022の A クラスをやっておりました。それまではアイドル。そうですね、ここで言われるとそうですね、アイドルやってましたね。言わんほうがいいの。はい、アイドルやってたんやな。やってましたね。そこからびっくりしました。またなんでこの車の世界に。いや、なんかいろいろとやっぱりはい、やっていきたいなと思って。何やそれ。ほんで今回はこれは D1 で喋るでみたいな話が来たわけでしょ。そうなんですよ。でもさっき台本もらいましたね。喋る仕事とかはやって、アイドルの時とかよくこうアドリブ MC やるもんな。喋ったりしてたんで、じゃあそのノリで大丈夫です。はい、そのノリでいきます。はい。でこのお時間は今日はいろんなチームが来てまして、そのチームのレースクイーンの皆さん、じゃあ一斉にここにざーっと来てもらいましょう。来てください。今実況席でこれやっておりますので、で会場の方はビジョンがありますから、そこに映像が映っております。もっと奥まで。朝より多分増えてんねん。じゃあもう一組目行こう。いける？では自己紹介と PR お願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。私たちは RS 渡辺スピードマスターバイナウジャパンを応援してます。私今年4年目のまゆみことなみじまゆみと、今年初めて応援をさせていただきますゆかちんこと夏井ゆかです。ドライバーさんは51号車岩井照義選手、43号車田所義文選手を応援しています。はい、皆さんも一緒に岩井選手、田所選手の応援よろしくお願いします。いやいや、4年目の先輩全然仕事せえへんやん。新人にだけ喋らせたやん。新人に覚えさせないといけない。覚えさせないといけない。怖っ。ではよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。怖いチーム。これこの後は写真撮影はやりますか？なし。じゃあもうこれ近くで撮ってる方だけですね。はい、ありがとうございました。次じゃあ入れ替えでお願いします。はい、ではどうぞ。皆さんこんにちは。私は CM フィーリングさん。車種は S15 シルビア失礼しました、村上充選手のいや自分も村上なんやろ。失礼しました、ごめんなさい。なんで村井って誰や。村上充選手の応援をしています。マリエーヌこと村上マリエです。村上って言うんやろ自分も、はい、めっちゃ覚えやすいやん。広島県にある CM フィーリングさんは、アットホームでチューニングから販売まで行っておりますので、皆さんぜひ大注目してください。応援もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。村上ね、村上充。はい、ではお願いします。トネさん。はい、皆さんこんにちは。2022年トネモタスポサポートギャルズレニャンこと早乙女玲奈です。すげえ癖ある喋り方やな。じゃあ、ギャルズどこで習ったん？わかんない。わかんないです。はい、ということで、トネは今年で84年で、過酷なねスピット
ワークの方をサポートさせていただいております。さまざまなモータースポーツで利根の甲が使われておりまして、本当にモータースポーツの方で皆様のサポートさせていただいておりまして、はい、今年の D1 富士の方では D-MAX レーシングチーム横井選手、末永選手、フリームチーム G マイスター山口選手、メクア選手、そして、マーキュリー、シャラク人、バリの下田選手の5名をこの富士では応援しております。はい、皆様もぜひ最後まで熱い応援よろしくお願いします。癖あるな。ぜひありがとうございます。はい、じゃあバリノさんお願いします。皆さんこんにちは。2022年バリノを応援させていただきます。北パンこと北川美玲です。昨年のシリーズチャンピオンを取った中村直樹選手を率いるバリノタイヤの応援をよろしくお願いいたします。そしてバリノブースにも皆さんたくさん遊びに来てください。はい、バリバリバリのなんかちょっと朝と変わってない？ちょっとわかんないんですよね、本気が。正解誰も知らんから。ちょっとわかんないんだ。じゃあみんなで一緒にやってくださいとかなんかあるやん。それをなんかやり方教えてくれたら。皆さんピースをしてピースするんですね。お願いします。これはバリノの V ですね。バリノの V です。はい、バリノの V を作ってくださいとかってやろうよ。バリノの V を作ってください。そのままや。皆さん行きます。ほんでどうやんの？あ、ちょっと前に出す。ちょっと前に出すんですね。どれぐらい出せばいいですか？10センチぐらい。10センチぐらいお願いします。10センチ前に何回行くんでしょう？バリバリバリの4回でお願いします。10センチ前に4回ではお願いします。皆さん一緒にバリバリバリのちょっと10センチ以上出てましたけどもありがとうございます。ありがとうございます。では東洋さんお願いします。皆さんこんにちは。2022チーム東洋タイヤドリフトギャルズの安西真理です。同じく山本萌入です。いいね、滑り出しがいいね、もう安定やな。今シーズンは川端選手と藤野選手がタッグを組み新体制でスタートします。参戦車両はともに GR86 で埼玉県にある藤野選手のレステリアピットで作成しております。はい、2人のこだわりが詰まった最強のマシンが出来上がりました。開幕戦で初のお披露目となりますので、ぜひ2対2の走りに期待してください。はい、タイヤサポートドライバーの松井選手、松山選手ですが、松山選手はフォーミュラドリフトジャパンに出場のため D1 グランプリは第2戦からの出場となります。松井選手は新レギュレーションそれは本番前にやっといてもらっていい？新レギュレーションです。新レギュレーションでのタイヤ交代新レギュレーションでタイヤ調子悪いな。もう一回やってみよう。大変失礼いたしました。大変失礼いたしました。タイヤの準備も整っておりますので、皆様熱い走りに期待大です。はい、今シーズンもチーム東洋タイヤドリフトに熱い応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。新コスチュームでお金かけてます。はい、ではお願いします。皆さんこんにちは。柴田を応援する2022柴田タイヤレースクイーンの小湊瑞希とナッキーこと相川夏樹です。柴田はモータースポーツを愛する皆様の声をもとにより良いタイヤを作るために日々研究開発を重ねています。ドライバーは31号車そば切り光大選手、84号車橋正和選手です。柴田は、今年から柴タイヤの、どうした？感極まったんか？そうです。ちょっと初めてなもので感極まっちゃって。両親来てんのか？そうです。感極まった？大丈夫？はい。もう一回落ち着いて。柴田さんが作られたタイヤを履いて走行いたします。柴田の挑戦は始まったばかりですが、これからも皆様の快楽を支えるために
挑戦し続けます。チーム柴タイヤに熱い熱い応援をよろしくお願いします。ちょっと泣きそうになりました。これは何なんですか？すごいですね、これ。ブースでね、こちら配ってますので。もらえるのこれ。はい。これは何？うちはハリセン？何？こうやって盛り上げるやつツですか？ーウェイなんです。ツーウェイ。こういうのもできるし、アピールもできるし。アピールもできる。はい。これはブースに行けばもらえる。はい、ぜひぜひ。柴じゃあもらって田のブースにぜひいらしてください。そば切り選手の応援しましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後お願いします。バシッと締めてよ。皆さんこんにちは。私たちはリツァータイヤを履く選手を応援している櫻井美優とめっちゃ元気やん。八木沢彩香です。すいません。私たちが応援しているのは田中聖美選手と北岡祐介選手と森高弘選手と斉藤久志選手です。皆さん応援一緒にお願いします。よろしくお願いします。ビッツァーはなんかないの？何ですか？なんかポーズとかなんか。ありますよ。いやじゃあやってくださいよ。V D 皆さん一緒にいやちょっと待って、そんな無理やり皆さん一緒には無理や。こうやってからとか言わない。皆さん多分してんの？ご存知だと思います。いやそうもう一回言うてたからこうやって V と T。それ2回やんの？はい、何回でも。いや2回ぐらいにしてくれ。じゃあちょっとそれで。はい、それでは皆さん V と T を作ってくださいね。いいよいいよ。いきますよ。せーの VT ビッツァー。いやさっきと掛け声ちゃうやないかい。ビッツァータイヤってやるんちゃうんかい。やっぱり応用していかないといけない。なんで応用すんねんそこで初めてやのに。バリエーションを増やした方がねいいかなと思います。わかりました。はい、そんな感じで皆さん VT 覚えましたか？いややってくれてる方いらっしゃいましたよ。やってくれてる方いらっしゃいました。でも掛け声変わったから会うてなかったけどね。もう一回やってください。じゃあ皆さんいきますよ。せーのビッツァータイヤー。OK です。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。以上です。じゃあマイク返してください向こうに。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということでございまして、どうでしたでしょう、米さん。賑やかですね。さっきより一段と賑やかでしたね。それはもう YouTube 映ってるし、さすがです皆さん。それはアピールしとかな。テント帰ってなんか言われるから、ちょっとなんか尺短かったんちゃうとかいろいろ言われるから、それがないように頑張ってましたけど、あとはもう各ブースか、もしくは車両の横だったりとか、そういうのもありますから、そのタイミングでまた写真は撮れますので。撮っていただいて。でということで一旦ここでちょっとギャルオンステージ締めさせていただいていいですか？わかりました。はい、ということでこの後ちょっとまだ時間があるので、川崎さんをお招きしまして、ちょっと富士の見どころをいろいろ聞いていこうと思いますんで、よろしくお願いします。ということでギャルオンステージでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ちょっとここで時間がありますので、米さんとともに、はい、ちょっと富士の見どころと、はい、まあ今年のこの開幕 D1 の見どころを聞こうと思うんですけど、はい、たくさん聞きたいです。めちゃめちゃ詳しい人がいるんですよ。あ、待ってました。もうこういう時間のためだけにめちゃめちゃ取材してる人がいるんですよ。はい、お呼びいたしましょう。お願いします。川崎さんです。よろしくお願いいたします。どうもまた来てしまいました。ドリフト天国の川崎です。いやいや、それは呼びますよ。はい、これもらったのよ今年ね。これをもらったってことは今年1年間来るっていう意味じゃないですか。そう入れるよこれ。今回だけじゃなくて、はい、だけどなんか川崎って書いたんだけど。そう俺も書いてんの辻ってカタカナで。いや俺噛んじゃったかな。カタカナで川崎ってひどい。これテプラかなんかでやってますから。あ、そうなの。はい、これをとりあえず手に入れたんで、はい、1年間来てしまいますのでよろしくお願いします。はい、今日も7時に来まして、ほら、めっちゃ早い。早いですね。いや、あなたも7時に来てるはず。来てました。ただ僕は車検場にずっといました。何してたんですか車検場。車検を見てるに決まってるじゃないですか。車検官じゃないから俺は車検官じゃないから。全部見たっすか。はい、車検場は。はい。メディア侵入禁止なんです。ああ、なるほど。立ち入り禁止なんです。はいはい。秘密のことがいろいろあるからね。ほら、なあの部分もある。次までに直してきてねっていう厳重注意っていうのもあったり。ありますね。あとは教育的指導。はい。もう今すぐは無理やからっていうのもあります。あとはトップシークレット部品とかね。ああ、なるほど。あるのでメディアは。Hello. ないんですけど、僕は入るじゃん。How you doing, everyone? なぜならばここで喋るののネタ作りって言えば。なるほど。Can hear you slightly. もうダメとは言えない。That's not good. おー、OK 出るんや。何でも聞いてください。うわすごいですね。すいません。はい。富士6年ぶりなんですけど。そうですね。これやっぱりこのコースがかなりスピード出ると思うんですよ。かなりスピードも出るし、またいつも通り貝本君のゾーンのそうでこれ幅広いから。Alright, volume check. Hello. I don't have a view meter, so I have to そんなに恐怖感がなく do it myself. It's good. Okay. 米さん初めて見たやろ。Alright, everyone, welcome to another year of D1 Grand Prix. We're starting out here at Fuji Speedway for round 1. Really excited for another year of D1 Grand Prix. That's great that it's starting off here at one of the finest racing venues in Japan, Fuji Speedway. You can see there. So the course we're using today is, as usual, the hairpin, running the regular layout. しかも上で見えないところに向かって蹴り上げてこうずーっと来るわけじゃないですか。でそこも角度がついてなくちゃいけないそのセクター1から2までね。でゾーンを通りながらここに持ってこなくちゃいけない。ちょうどその四角い白線がこう3箇所こう見えるんですけども、そのカーブのところにあそこ絶対通らないといけないんですけど、でもはみ出てもいけない。そうですね。ただコースについては今後また話すでしょうから車検場の話よ。何をもったいぶってんねん。車検場の話よ。新しい車が今回結構出てるんで。いやそれも聞きたかったですよ。そうなんですよ。だから車検場もいつもだったらシーズンの後半だったら車検って結構早いんですよ。検査ももう分かってるから仕様変更ない、じゃあ OK ねとか、前回ちょっとだけ厳重注意だったとかちょっとだけ改善注意が出たところを直して、直ってねじゃあ OK ねっていうぐらいで済むんですけど、今年はやはりニューマシーンとニューフェイスね。そうプログラムにも写真載ってなかったりとか、そう間に合うかどうかみたいなのもあったから TBN なんだかね分かんないのが書いてあるんですが、その辺の例えば GR86 が出てくるとか、あとはその新しいニューカマーですね。この辺の人の車も D1 の車検を取ったことがないようなフリーをしてくる。なるほど、ライツから上がってくるとか。そうなんですよ。それからよそのカテゴリーから来るとかもあるんで、D1 流の車検の洗礼をまず。なるほど、そこで受けてたすか。今回は今年から新たに加わったものも数点ありまして、モサドもすらもやはり引っかかってみたい。大きくその安全性とか違法性とかっていうに触れるわけじゃないんですけど、より安全に競技をしていって、万が一のことが起きても観客やその他いろんなものに被害を及ばさないような、それは壊れて飛び散ってもあかんし、そうですね、そういうものについての、情報が増えてましたので、そこ見てました。なるほど。
right, so let's have a little bit of a talk about what's going to happen this weekend. So we have one round of D1 Grand Prix here this weekend. I have to warm up like the drivers do as well. Excuse me. One round. This event is being run in connection with an event called the Motor Fan Festa here at Fuji Speedway. It's a big motorsports event. There's other stuff going on the track as well. And tomorrow is the main day for that. There's going to be big displays in the pit area, also races and other things happening on the main course itself. So for today, it's just coming up on 1 o'clock in the afternoon here at Fuji Speedway. We'll be starting qualifying from 1 o'clock. Now that will run for 2.5 hours from 1 until 2:30. I'm pretty sure it'll end earlier than that. It is a big track, it's a big long track, so it takes a while for these guys to get around it. So that will run, excuse me, for the next 2.5 hours. And then we have a little break in between. And then today we have the top 16 only, running from 4 o'clock until 5:20. So what that means is we have the best 8 tomorrow. Best 8 until the finals is on tomorrow. So a little bit odd, makes it a bit harder to watch the entire show. So today is, like I said, qualifying, which will be coming up very shortly. We should be starting that in the next few minutes or so. And then later on today, top 16. And then the best 8 will run tomorrow.例えばその川場さんとか藤野さんのシェイクダウンとかもやってたから、ああいうのも見てから来ると。 So if you want to make sure you catch everything, what you can do is subscribe to this channel and turn the notification bell on. And that will usually let you know when the live stream is starting tomorrow. Of course, you can turn it off after that if you want. That just makes it easier for you. ちなみになんかちょっとその秋葉流星のところはそうですけど、トラブル他抱えてるところありましたか？他は中村直樹君が朝一でドライブシャフト折れてましたけど、あれはスペアがあるからすぐ直ですね。あとは中田哲郎君の車もずっと上がってましたけど、そうですね、なんか作業してましたね。そうですね、あれもどうにかなってほしいもんですね。どうにかなってほしいですね。以上はそのぐらいです。はい。僕この開幕戦の一部好きなところは、車のカラーリング変わったり、スーツが変わるじゃないですか。山口浩二、メクワ浩二郎のスーツめっちゃかっこよくないですか？黄緑のやつね。そう。あのチーム、あれええわ。3年連続毎年変えてますよね。変えますよね。まあ変えざるを得ない。ファッションリーダーと呼んでるんですけど、今年のトレンドはこれよね。あ、そうなん？人が真似するともう変えていくんですよ。逃げていくんです。しかも大きいとこばっかり。例えばアルパインサードとか、そうですね。はいはい。今年はイタリアのね、いいメーカー。いいメーカー。ちょっと読めない。なんでしょう。あ、全部変わってます。話をしてる。さすが詳しい。いや、めっちゃかっこいい。シューズもグローブも全部ですよ。あれは欲しいわ。ね。でも真似するでしょ。来年また彼違うんですよ。違うんですよね。車両見んのも、あれ誰みたいなカラーリングが出たりしたら、新鮮さがまたいいんですよね。そうなんですよね。だからこの1戦目っていうのはそこがすごく面白い。そこ面白い。だからちょっとプログラムに間に合ってないので、車両はもうここで確認していただいて、あとレーシングスーツもめっちゃかっこいいですよね。上野さんのとことかもそうですよ。変わってというよりも、あの人も SNS 活動を一生懸命やってる人ですけど、最後まで赤楚の 部分ってあったじゃないですかね、やっぱりね。あれも追いかけてると面白いですよね。今日になってやっと、今日になってやっと出て、スーツに貼ってあるものが何かでチーム名からね、
一応タイヤまでがやっと今日分かってくるんで、もう分かっちゃったんでいいですよね。その辺でも面白いですよね。そうですね。そうだからこうシリーズやってない時でも楽しめるし、で今日からまたその結果がどうなるかという答え合わせができる。そして今日からはポイント争いとかね、シリーズ争いを楽しむ、ということですね。だから6年ぶりやから、まあ初めて走る人もいっぱいいますよね。しかし最近は、シミュレーターでシミュレートする人が多いじゃないですか。年々そうなるんですよ。若い選手ほどそういうのに馴染んでるし、富士なんて昔からあるちゃんとああいうコースが、プレーできるコースですから、長いことやってる人いるし、距離感が分かってる人も多いとは思いますが、僕の情報だと、例えば中村直樹、川端とかはやらない人です。全くやらない。そうシミュレーターやらない。もう感覚の人なんです。ヤング世代とそのやらない世代がどう戦っていくかっていうのも楽しみな人。面白いですね。どうなるんでしょうね。すみません、じゃあそろそろ締めないといけないんで、川崎さん、いやちょっとベスト8当ててくださいよ。お、聞きたいです。それはだってラダーができたらそれ全部ダメになっちゃうじゃんね。そうでもせめてベスト16からやりたいよね。搬送終わりで応募締め切りなんですよ。そうですね。そうだからそこでも当てないといけないんで、8位あたりに岩井君を入れておきたいですね。1位はじゃあ1位、単走1位。今日は僕が練習で見ててよかったと思うのは横井君、松井君、よかったですね。この2人いけるんじゃないかな。確かにそこの飛び出しが勢いが違いますね。加速もあるし、余るぐらいのパワーというかそのラインメイクをしてるんで、修正も楽だと思います。ほとんどの人が届かないんですよ。繰り返しがスパーンとパキンとやりすぎて届かない系になっちゃって、その距離感の修正ができないままに本番を迎えてしまうんですね。だったらまた出ちゃってる人の方が修正早いかな。飛び出してる方がまだ。いやその辺が上に行きますかね。米さん全然分からへんやん。これから勉強します。いやもうなかなか分からへんけど、見てたらでも素人目に見ても、僕なんかが見てても、おって思うのはやっぱり得点高いんですよ。そうですね。やっぱそうなんですね。勢いがあっておっとこうなるの。おって音とかけてもおってこう見ちゃいます。多分簡単に見方とすると、簡単な見方教えてくれる。上野選手が一番タイヤがでかいです。だから多分タイヤが高いです。なるほど。岩井選手が一番小さいです。だからタイヤが安いです。はい、これだけ覚えればなんかちょっと面白くないですか。2人分だけやどっちの方がすごい点が出るんだろうみたいなね。まあね、高いものを使ってるのがいいのか、自分が見てどう安いもののがいいのか、そう自分の感覚と点数とねすり合わせてということで、そろそろ始めていくということなんで、川崎さん、じゃあ今日は解説をどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでこの後準備でき次第スタートになります。some money on the line, you better put it here. Rolling
舐めてんのか。舐めてないです。僕これでもゲームでは日本一なんで。いつも通りゲームだと思ってさ。ふざけやがって。勝ち抜いてこいよ。限界を決めるな。自分を超えろ。アライブフーン。皆さん大変長らくお待たせいたしました。ただいまより 2022D1 グランプリラウンド1を開始いたします。今審査席の方で喋り始めてますけども、それでは今日ここからですから、学さんから自己紹介いけますか？言ってください。いやー、もう最初からですね、ちょっと今日予定が変わりましてね、いろいろ変わりました。オープニングセレモニーの方が行われなくなってしまったというところもありまして、私がこの審査席から初登場なんでね、今日いないんじゃないかという状態もあって、 Alright, so as you can see there, いやお願いします。決してそんなことはなく、本当にですね、このいい天気の中、富士スピードウェイ久々でございます。2016 the 2022 season for D1 Grand Prix. 6年ぶりという形の中で、ここ富士に戻って We'll be going to a few of the old familiar tracks. And we're back here this weekend at Fuji Speedway. ありがとうございます。本当にですね、いよいよ2022年シリーズ開幕というのはこの富士スピードウェイからということでですね。It's really good to be back in front of a big crowd here at Fuji Speedway at the hairpin. ということでね、この先10年を見据えて持続可能なドリフトの文化をやはり作り上げていこうと。Unlike some of the smaller tracks where you have to buy your particular seat, it's a huge amphitheater here at the hairpin, so sit wherever you like. You get a good view of the drifting here. And we are about to start qualifying for round 1. If you have just joined us, today is qualifying and top 16, and the best 8 to the final is tomorrow. This event is being run in conjunction with a big motorsport event called Motor Fan Festa, which is being held tomorrow here at Fuji Speedway. And D1 is one of the on-track attractions for the crowd which will be here tomorrow. So as always, the voice of drifting, Manabu Suzuki, as our main commentator. Next to him, the editor of Drift Tengoku magazine since it was started, Ryusuke Kawasaki. And of course you can see next to him there on the left, on his left, racing driver and drifter Manabu Arido will be doing commentary as well. いつ以来だろうな、多分2016年かぐらいの鈴鹿で解説はしていただいたのかな。でもその前まではもちろん現役でね、86で出てまして、86の優勝っていう記録もね、ちゃんと、決勝戦まで行ったことないのに2回も優勝してるという方でございますから、この方、折田学さんでございます。折田さん、佐々木さん。久しぶりですね。はい。久しぶりに来ましたが何も変わってないことに驚いております。驚いております。すみません。はい。いやいや、すごい楽しみです。ネクスト10 years。折戸さんにもこのステッカー本当に渡しますんで。いや、これは大丈夫です。そうか。いや、返された。返すな。どうかよろしくお願いいたします。本当にね。はい。久々でございます。はい。So Arido is saying it feels like nothing's changed. Of course, he was one of the original judges of D1 Grand Prix back in the day, along with the Drift King Keiichi Tsuchiya. He feels like just back in the saddle here.
よろしくお願いいたします。この後、はい。そして、もう一方、その横には、めでたく還暦を迎えた山田栄一さんでございます。And our judges here this weekend, Kamemoto. As our head judge, also Eiji Yamada, otherwise known as Tarzan. Racing and test driver. Kamemoto, also a former D1 Grand Prix competitor. So we have an illustrious cast of characters here in the judging stand and the commentary stand as we begin qualifying for round 1. どうやらですね、今回はドスを使いません。使えない。はい。まずはこの開幕は人間審査からということになりましたが、2人が、審査する、まずは人間審査で点数を入れていくという形でコースアウト減点、それからドーンの減点、こういったところはもちろん取っていくということになりますので、こういったところでどういった点数の付け方をしていくのかということも含めまして、上本さん、簡単にまずはこの審査の方法をお願いいたします。はい、基本的にライツ、D1 ライツの方でやってることをやらせていただくんですけど、まずは、スピードと振りと角度、もちろんゾーンとかもありますけど、その3つですね、スピード、振り、角度っていうところを、見て、3項目ありますから、単純に言ったら通知をつけるようなイメージで、3段階評価していくわけですよ。なるほど、各項目 3項目を満点取れれば9点あるわけですよね、もうほぼ99点っていうような点数に。それは一応セクターに分けてそれぞれそうやってつけていくんですか。もう全員です。セクターとかじゃなくて、セクターには分けてないんですね。分けてないですけど、基本的に2セクだったら角度のセクターじゃないですか。あそこって角度見てますよね。で平均速度基本的に今見てるわけで、要はスピードなり角度なりっていうのを見て、で次振り返し、でそれが3セクで振りのスピードを見て。で次がヘアピン前の4セク、そうですね、角度を見て、だからセクターで分けて見てるじゃないですか。分けてますね。ただちょっと練習チェック走行見ましたけど、4セクターがやっぱりうまくいかないですね。どういうふうにどうなるってことですか。角度がね、やっぱ浅いまんま縦方向でこう4セク抜けてみたりとか、最大アングルのまんまアクセル入れた状態で抜けていける選手が少ないんです。少ない。それはその手前が手前です。3セクでどうにか、振り返しが要はまったりのちょっとドンブラ系になったりすると、もちろんスピードが伸びてこないんで、押し込むだけのスピードがないんですよ。でもとにかくガムさん見た目でいくということは。So Kamemoto talking about the kind of judging they'll be doing here this weekend, and also what they'd like to see from the drivers, and also what is required from the drivers to make it through this course. アウト側にあるんですけど、あそこそのアングルとスピードでどう抜けるかでもう全てが決まってきます。Remember, this is an international level track. It's not a small track by any means. Back in the day when Formula One did run here, it was the longest front straight in a Formula One Grand Prix at the time. So speed is the most important thing here at Fuji Speedway. The course itself, if you're familiar with Fuji Speedway, the start line is over between Coca-Cola and the 100R. They start just before the 100R, drive around there, start drifting, and then big flick up over a small crest into the hairpin. That's turn 6. So the trick to driving this track is getting lots of speed on the run-up as fast as you possibly can. Holding just enough angle to make it look cool, but at the same time allow you to hold speed from turn 5 till turn 6, and then a big flick into turn 6 to hairpin, and then hold that angle for as long as you can, smoothly. So back in the day, this track was run in the opposite direction. The way we're using it today is the regular race layout, which runs clockwise here at Fuji Speedway. But back in the day, they used to actually run D1 Grand Prix backwards.
that actually start down on the back straight at the 300R. Accelerate up, backwards into turn 8, a long sweeper, and then a flick into the hairpin. So I think for safety reasons, they can't really use that layout anymore. It was very spectacular back in the day. So as our first group of drivers come out for their warm-up, it's Yusuke Kitaoka in his JZX100. You can see there's a line on the track. That is the finish line. Masato Kawabata out this year in his brand new GR86 build. We have last year's D1 Lights Grand Champion out there this weekend too, Hiroki Vito. So good to see him move up from winning lights and debuting this weekend here in D1 Grand Prix. Speaking of debuts, this is Kazuyuki Masuda, also a former D1 Lights champion back when it was called D1 Street Legal. So he earned his license a while back, but it's taken until now for him to make it into D1 Grand Prix. Also another champion from 2 years ago, the 2020 D1 Lights Grand Champion, Kojiro Mekawa. His 180SX in a new color scheme for the 2022 season. それからですね、増田和之選手、これベテランなんですけれども、超ベテランですね。はい、日光番長、ね、単走番長とも言われてますけども、その4枚乗りがシルビアで初めて D1。僕も見るの初めてです。そう。で、初この D1 デビューというところ。そしてこの下佐紗也香選手、女性ドライバーとしましては、2015年の So here's our Group A qualifying. So as you can see already from this group, some names that you probably know, some names you might not have heard of before, all in one group. Of course, Kawabata also, former D1 Grand Prix Grand Champion. And this is also, I actually just failed to mention it too, the first car to go out, the pink S15 of Sayaka Shimoda. So not only the only female driver here in D1 Grand Prix this weekend, it's also her first round ever in D1 Grand Prix. She does run in D1 Lights. Sayaka's team manager Ken Sato, also a former D1 Grand Prix driver from Team Mercury. He's been pushing her really hard over the past few years. So qualifying format, as usual, 2 runs from each of these drivers. You just saw the warm-up run. Now they get 2 runs. The best 1-run score is taken and gives them a rank for the top 16. So this is knockout qualifying. Not all of the drivers will make it through to the top 16 later on today. And of course, even fewer. Quick math, about half will only make it through to the best 8. And that will be running tomorrow as part of the Motor Fan Festa event here at Fuji Speedway. とはいえ9社が今回この開幕戦にエントリーしてきて、はい、いますし、どれが今だいいのかという勢力図は全く見えておりません。本当に。それが今日の開幕この単走からちょっと見えてくるかなという感じもいたします。さあ、というところでいよいよセットされたようです。まずは単走から。So a lot of these drivers will have different color schemes, different liveries that you might not be used to. So for the first couple of times you see them might take a bit of getting used to. Especially this year, we've had quite a lot of team changes, livery changes, sponsor changes, etc. And of course, car changes.
D1 ライツからコツコツと挑戦を続け、昨年の日光大会でついに D1 ライセンスを取得。ネクスト10 years プロジェクト広報部長が D1 グランプリに挑むカーナンバー38ドリフトスーパーガール下田紗也香。All right, here we go. First run of 2022. First run of Group A. And the first run of Sayaka Shimoda ever to be seen in D1 Grand Prix. So a lot of firsts here. All right, here we go. So this is the track we're using. Round the sweep is going to have to initiate. She's got her hazard lights are on now. There's something wrong with the car, unfortunately. Not a great start. Maybe I hyped that up a bit too much. 何かがちょっと今一瞬トラブルが出た可能性がありますからっていう時に、はい、あって止まっちゃったんだけど。なるほど。エンジンが失火したとか駆動系が何か駆動系っぽいですよ。どっちかですよね。これは YouTube を見てた人はちょっと想像するじゃないですか。ですね。答え分かってるわけですね。いやいや想像ですけどね。She will get one more warm-up run. Sorry, I mean she will get one more qualifying run. She did do a warm-up run, is what I meant to say. It's just the camera wasn't on her when she was first out. でも確かに今エンジンパターンコースインの時もなんか元気なかったんで、僕個人的にはね彼女応援してたんですよ。はい、今回。はい。もうダメだったら帰るかもしれない。いやいや早い。なんでですか。何言ってんですか。それはだって応援してる人がいなくなったら。いやいや個人的なものの中で仕事しないでくださいよ。個人的な主観は大事だと思う。まあね、まあいいですけども、それはわかりましたけども、もしかしたらちょっとエンジンのなんか不安を抱えてたんで。So hopefully not a big problem with Sayaka's S15 Sylvia. It is 2JZ powered. Toyota Supra engine, like many of the other cars here this weekend. 初の D1 グランプリデビュー戦まず1本はどうやらトラブルを抱えた状態でドリフトができなかった。トラブル多いんですよ結構。なるほど。インジェクター詰まっちゃう。ああ、インジェクター詰まり。出る時と出ない時があるじゃないですか。はい。急に走らない車って。なるほどなるほど。20% ぐらいするんですよ。それまあ単純にタンクのゴミが取り切れないし、合わせてタンクが吹けるとかいろんなものがあるんですね。We have to make sure that Sayaka's car is clear of the track before I send our next driver out. Yusuke Kitooka from Team Mori. Kitooka also former D1 street legal champion. ファン見てないですか？ファンなのに。それでは続いて参りましょう。埼玉からやってきたセダン使い、今日も勤め先のカー用品店のモニターには人だかりが。カーナンバー52、埼玉のエース北岡祐介。さあゼッケン52番チーム森北岡祐介。今年からはピッチャーにタイヤを変えてということになりましたけど、練習走行でもなかなかいい走りを見せておりました。まずは 100R に飛び込んでくる。この辺りからかなり速度も出たところ。 Alright, here we go. Initiating very early there, Kitooka. Already baking it up. いい角度で来ている。さあどうだ。綺麗に取った。綺麗に取った。このまま踏み込んでいく。ギリギリ取ら。大丈夫かな。なんとかフィニッシュまで持ってった。A little bit off here and there for Kitooka. ゼブラ上です。はい、ゼブラ上であれば OK。ホワイトラインか。Let's watch this replay. So Kitooka, he had the right idea. As he comes into view of the spectators, already big angle, big smoke. Throws it in hard here. There you go, right through that very, very short zone there. At full angle. Starts to lose a bit of angle coming out of the corner exit. Just drops the wheel over the edge there. And he almost had it. So you can see they're missing the first zone and also sector 4. That's the end of the track there. He did drop a wheel off the edge of the track.
But definitely had the right idea, Kitaoka. He should be able to make up for that in his second run. Our next driver now, former D1 Grand Prix champion Masato Kawabata in the brand new Tsuji Z-Power GR86. And there you go, hits that zone, flicks early, hits the zone again, looking good. Oh, he got that line just right. We're getting a little bit of a round of applause from the crowd here. So Kawabata sacrificing a bit of angle for accuracy and line. Look at that. Can't really fail that. But right about here too, look how long it took him to get on to full power. Just trying to make sure the car didn't wash too wide. Did a good job. Look at that, right on the edge there, riding that line. But sacrificing a bit of angle and also a bit of cool factor. So 96 for his first run. Okay, so it seems that the fourth driver in this group, Kitashiba, did not make it to the start line for some reason. So we're looking at our next driver now, Hiroki. I haven't had to say his name yet because this is his first time in D1 Grand Prix after winning D1 Lights last year. Hiroki Vito, S13 Sylvia. This really goes to show you speed is such an important part of this layout here at Fuji Speedway. Look at that, backs the rear of the car over the ripple strip. Very cool. Bit of a handbrake pull there. Would have slowed him down a little bit, but he got right back on the accelerator. Look at that. Full speed almost straight away. And right to the edge of the track. Okay, no problem there for Vito, a 96 for his first run. Our next driver, new build for 2022. He usually drives a big Mark II, but he's out here this weekend in the S15. First run for Masuda. So of course one of the problems of a brand new build is it can sometimes take a little bit of getting used to. Just being able to feel how far out you can go. Masuda, a little bit too far away from that zone also here. Front of the car starts to lose grip. Has to make some big corrections for that. Straightens up as well.
カーナンバー79ミスター180メクワコウジロー。 He's going by the name Mr. 180. That's a big call there for Mekua. Although right now I'd say it's deserved. He's probably the #1 180SX drifter in D1 Grand Prix. First run. Good speed. Not a whole lot of angle though. Well, once again, the same thing there. The front end starting to lose grip. We just saw that before with Masuda. タイミングがずれましたかね。出てきたところもやっぱり1本目ちょっとどっか置いていこうという感じもどっかにありましたかね。Arito saying his timing was a bit off there. ギリギリ確かに飛び出しそうなところではありました。メクワコウジローらしからぬと。 You see there too, Mekua gets it to angle, lets the car settle, and then gets more angle again, but then loses the angle. If you could do that in just one big flick and hold it, that's the coolest way of getting around this track. 低い得点に終わってしまいました。さあ、まだ A グループ1本終了。ここから2本目ということになります。 Well, let's not be too rough. Remember, it's their first run of the year. Even with a nice clean car, there's always some cobwebs to blow out. His second run now for Kitaoka. Let's see if he can improve in his first run. He's got to hit the outer zone. Whoa, it's a bit sketchy there. He's straightened a bit to do that. Needs to hold this angle, get on the accelerator. Hit the outer zone, there you go. There you go, improvement. Not the best run we could have seen from Kitaoka, but an improvement, definitely. Watch this. A little bit of a shallow angle. He jams the steering wheel over to make sure the car gets all the way over. Goes a bit too far onto the ripple strip. But he is holding a lot of speed there. Look at that, right to the edge. Ripple strip is still okay. That's still part of the track. Nice, good score there. 97.4 for Kitaoka. So he made up for that first run. やっぱり見た目のというところで点がこれも点数 7.4 点とかでいいんじゃない大体ね、いや、そう思った。いや、わからない。カーナンバー88、川端正人。僕ね、川端選手のファンですからね。なるほど。負けたら帰る。さあ、96.6 が。All right, next run now. Brand new GR86 build. Kawabata. He had perfect line last time. So if you get a bit more angle this time to improve that score. That's an aggressive line there. Edge to edge. Getting a round of applause from the crowd here. Look at that holding speed. Look at the flick here. Aggressive flick. And then holds this angle. 97.1. 北岡より低いです。だから多分ヘアピンに対する侵入の角度不足を第3がちょっと怪しかった。はい、取られてるんではないかなと。すごくいい走りです。はい。おそらく審査員が求める走りではないというところです。だから第3ゾーンが通過。Just really would have liked to see a bit more angle from Kawabata. It could have been more impressive if he flicked it a bit harder. そこにね、到達していたというところなんですが。僕もね、もうちょっとなるほど。森田さんとしてはもう僕らはもういやいや、あなたがそんな気が入ってすげえアピールしてくるけど、そう言われても何も変わりませんから、別に何も影響しないんで、はい、それはそれでありがとうございます。それはそれで、はい。さあというところで続いて参りましょうか。はい。いや次まだ A グループありますよ。So it's good to still see an S13 in D1 Grand Prix. 尾藤君は僕ね、ちっちゃい頃から知ってるんで。どうして？さあでは行きますよ。カーナンバー98、尾藤弘樹。あ、若い頃って。若い頃です。結構応援してます。
なるほど。いっぱいいるんですね、これ。なんだかんだ思うんですけど。そうですよね。さあ、尾藤弘樹です。第一チャンピオン、尾藤弘樹。1本目96点台。さあ、2本目。Here we go, second run now for Hiroki Vito. Second time ever running a D1 Grand Prix. Right to the edge, here's the flick. What a nice clean run for Vito. 心配、もうちょっとね、ヘアピンに対してまっすぐ来ないと高得点くれないですよ。インに入っちゃったっていう。今のは客あるのラインを外からに変えてきたんですよ。だから全体的に手前に持ってきたんですよ。だいぶ手前になっちゃったんで、最後はちょっと確かにヘアピンでは苦しくなったところ。Look at that, Vito coming into the corner there on a very wide angle, which means he has to hold a lot of speed. It's a similar score we saw to Kawabata in the previous run, 97.1. 93 増田和幸。さあ、増田和幸、新人です。1本目は失敗いたしました。新人らしい。はい。しかし、乾燥番長と言われる、この意味を持っている。Our next run now, Masuda, second run. Had the bail in his first run. It's a brand new build. I don't think it's quite dialed yet. Let's see what he can do in this second run, dropping 2 wheels off the edge of the track. Understeer as well. I think we've got to roll it back to the pits and work on that car before tomorrow. Actually, no, you probably won't make it through then. This might be the end of the day for Masuda, actually, so I think this might be a last look at the Splatoon S15. The rear end doesn't look like it responds the way he's expecting it to. It's both too grippy at low angle and not grippy at all at big angle. But like I said, first run for that car, so they might have to go and do some testing to see if they can find some better balance in the grip. Right, next run now, Kojiro Mekuwa. Missed the 180SX. I was kind of wondering what was he doing soaring at the steering wheel before the entry. Watch this. You can see his hands there, the bright yellow gloves. He steers in once, steers in twice. He goes for the entry here, but it's a bit too late. I think he just might have got his timing a bit off there. For all our regular D1 Grand Prix viewers, unfortunately our regular Tone girl is not here this weekend. I believe she's at the Superbikes and not here. 上りになってて、後ろにこう荷重がかかってますから出ないんですよね、なかなかね。だから下手するとひどいアンダーになっちゃったりする時もありますもんね。なるほど。そういったところがちょっと先ほどのもしかしたらねあるのかもしれないですね。変わっている、そんな感じになっているのかもしれません。まずは最初のグループがこれで終わりましたね。終了というやっぱり97点台はそうですね、7点台のはいけそうですね。まずはまあ8点台出せばもう多分ね、もう確実ですね。確定だと思います。 So Mekuwa's second run a bit off there. First run only a 94.9. So going by these scores, I think over a 97 is probably the score to aim for. Fortunately also, Sayaka Shimoda, double zeros, trouble on her first run, didn't make her second run.
ってると思いますけど、去年までは GR スープラでだいぶ川田選手も苦労はしてましたけど、86は乗りやすいって言ってましたから、そんなもんでどうなんですか。もうでも制作を見てると GR86 をやってる。So if you just joined us, we are at round 1 of D1 Grand Prix for 2022 here at Fuji Speedway. Now this weekend, it's not a double rounds. I think if you've all been spoiled by all the double rounds we had previously, you could just come in any time of the weekend of D1 Grand Prix and catch something happening. Unfortunately, not happening today. This round of D1 Grand Prix is being held in conjunction with the Motor Fan Festa event, which is a big motorsports celebration event here at Fuji Speedway. The main event for that is tomorrow. So we'll be running the qualifying today and also the top 16 only. So qualifying is going to go for about another 45 minutes until 2:30 Japan time. It's currently 1:45. And the battles will be from 4 o'clock until 5:20. So the battles will be starting in 2 hours and 15 minutes from now. And we'll have the top 16. And then the best 8 onwards will be tomorrow. And they will start roughly now, I think. About this time of day. So this stream will continue running the whole time, so if you just want to leave it running in the background, you can do that. If you hear my voice, then you can come back. Alright, so looking at the scores from the first group. Yeah, like over a 97, I'd say would be a safe score to make it to the top 16. Depends how all the rest of these drivers go, though. We still have 3 groups, 2 with 7 and 1 with 6 drivers. And I'm sure there's going to be a couple of retirements in there, so we'll see how it goes. So our next group, a few familiar cars, a couple of brand new ones too. Kordai Sobagiri back out in his Infiniti Q80 with the GTR engine. One interesting car to see there in the next group, Katsuhiro Ueo in his 180SX. Now remember that huge spaceship of an S15 he's been running in the past few seasons? Well, he's been building a new 180SX. And that will be coming out in this next group. One driver I'm actually a bit worried about is Naoki Nakamura. I saw after the practice he came back to the pits and the engine was making a bit of a weird rattle. I'm not sure if it was a broken pulley or something worse. I guess we'll find out. I couldn't hang around to see if they'd figured out what was wrong with it or not.
I really hope he's going to make it out though, because his 2022 livery looks amazing. Right, here comes our next group of drivers. This is Group B for qualifying. Kodai Sobagiri, the Q60 Infinity. That has the VR35 engine out of a Nissan GTR. Tetsuro Nakara there, JZX 100 Mark II. Semi Tanaka back again in his S15. Looking pretty slick this year in its new color scheme. Also in a similar color scheme, the GP Sports 180SX. Takahiro Mori, one of the best sounding 2Js here, I gotta say. Got that real chainsaw sound, and here it is, the 180SX of Katsuhiro Ueo. So this car also VR35 engine from a Nissan GTR. Look at him baking it up in a straight line. Mitsuru Murakami, S15 Sylvia. Oh, sorry. This is. I was just thinking. Wait, I didn't think he changed. This is Mitsuru Murakami, the only remaining SR20 here at D1 Grand Prix. I think, yeah. The driver we just saw there before was Koji Yamaguchi. So let's start Group B qualifying here for round one. I think a score of 97 and up is probably what you're aiming for here. They're asking them for the impossible combination of huge speed, huge angle, big flicks, and standing on the accelerator for as long as possible. If you can do all that, you're going to get 100. Not really sure it's going to happen today, but we'll see. We'll hope. Beginning of the season, always a little bit sketchy when it comes to that sort of thing. A lot of new builds, drivers out of practice. We'll see how they go. Alright, we go next driver. Kodai Sobagiri is one of the next generation of D1 Grand Prix drivers. Instead of getting his practice on the mountains, like a lot of the old school drivers, remote control car drifting is how he learned. Alright, looking good so far. Kodai Sobagiri just misses that zone though. Remember, they get 2 runs.
very late on the accelerator as well. Yeah, just everything timing a little bit off there. ちょっとね、あれですね、いまいち、今だから彼も本人も、あれっていう、リズムとしては最初のつまずきから来ましたかね。ちょっと最初の振り出しが見えないところが早くて、早すぎましたね。なかった感じがですよね。ちょっと届かなかったですよね。でも96点ですから。そのあたりから来ましたが、それでもどうやら得点としては。Sobagidi a 96. Room for improvement. Not terrible, but not good enough. Probably made the greatest amount of smoke so far coming around the sweeper. 神奈川からやってきたレッドのセダンがトレードマーク700馬力のハイパワーマシンを振ります。粋な神奈川スタイル、カーナンバー30、中田哲郎。粋な神奈川スタイルなんですか。はい。これね、本人が言ってんだ。一応アンケート取ってるんですけど、本人に対して言ったのになんか文句あるんですか、俺。Our next driver, Tetsuro Nakada, JZX100 Mark II. This is one of the most old. Whoop! Don't jump the start there. There you go. One of the most old school looking cars here in D1 Grand Prix. 2022 or 2002. It could fit in either of those. Looking good so far. Watch the flick back. Oh, he's just kind of feathering the throttle to keep it off the edge of the track. The timing here on this track is so hard to get right. So Nakata, he had the speed coming under the Wakos gantry. Looks like he might have dropped the wheel off on the outside as well. Ripple strip is okay. Okay, it wasn't a penalty, but it was a bit too wide there. 94.4. 走る管理職田中聖美。田中聖美です。まだ本当に G1 で優勝がないというのが不思議なぐらいなこのベテラン。Here we go, next driver, Semi Tanaka. Always puts in 100% on every single run. Zero strategy, just always full throttle. Looking good. Here we go. Early on the accelerator. Hold it. There we go. Nice run from Semi Tanaka. Nice and smooth. Rode that corner like a wave. See, there's Semi Tanaka switching over to Vitur tyres for this year's season, which explains his change in colour scheme. It's good. I'm glad he changed. Makes it easier to tell him apart from Yokoi. At 95.9. So it seems so far that the drivers who go a little bit slow but get their first line right tend to do well in their second run. So we'll see how he does. Alright, next run now. Takahiro Mori, 2JZ powered, 180SX. Starting nice and early. A little bit shallow. A lot of speed though. Is he going to wash wide? Yeah, it looks like he did a little bit. So Mori not lacking speed by any means. I'd be marking him down for a bit of a lack of angle and kind of washing out wide too early. If you can sort that out, should be good. 95.8.
チャンピオンがその進化を見せつける。カーナンバー15、21世紀ドリフト最終進化系上尾和弘。 Alright, next car now. Look at this absolute beast here. GTR engine in a 180SX. This car's been in the build for a couple of years now. Ueo. He's been testing it pretty hard too, so I think that's been paying off. Look at the transition there, the speed on that transition. Line perfect run as well. Could this be the highest score so far? 嫌いです。あのやり方は嫌いです。多分審査員もそれによる多分あれはもっと Where could you mark that run down from Ueo? He had a lot of speed there, also coming under the Wakos gantry on the transition. Big speed. And second highest score so far, 97.3, only behind Yusuke Kitaoka. Nicely done, Ueo. Just see a little bit more aggression from Ueo to make it more exciting. Should be able to improve that score in his next run. Next driver, Koji Yamaguchi. 2JZ S15 wide body. That's the Vertex body kit. Great looking car. Hasn't had a whole lot of success in the past few seasons. He ran off track there, completely off track. It's a shame. As I say, sometimes it was looking good until it wasn't. What a shame. He threw that run away. It was looking so good. And a line off there, sector 491 for Yamaguchi. That would have been a great run. He's going to get one more chance at it. All right, who's a four-cylinder fan out there? Because this is your man here. Mitsuru Murakami, SR20 powered S15. As you can see, lacking a bit of smoke, but that is not judged. Oh, it's having a bit of a struggle there. That just goes to show it compares to the previous drivers. The kind of horsepower you need to nail this track. That's a 93 for that run. Right, second run now, Kodai Sobagiri. Can he improve? He misses that outer area by... He might have actually got it. We'll see what they say. Remember, it's not the tyre that they need to hit the zone with. They just need to have the bodywork go over the zone itself. So it doesn't need to be the tyre hitting the zone, but the bodywork of the car does need to go over the zone. So 96 flat for his first run. Is that going to be an improvement? I don't know. No, yes. So there you go. He did actually miss that zone. It was a bit too far off. And a 93 for Sobagiri. That's only a 96 for his qualifying run. Will that be enough? I don't know, maybe. Right at the bottom. Could be. We'll see. All right, second run. Last chance here for Nakata.
94.4, needs to see some more aggression. Hits that zone just barely. Very slow rotation to losing speed. I don't know if that's going to be enough for the top 16. It looked like he was having fun, but it just wasn't that exciting to watch. And the score then 95. So only a small improvement. Might not be enough. ちょっと得点伸びませんでしたね。1本目よりは良くなりましたけど。95.0 というところ6点。When Nakata was being introduced, they were saying Kanagawa style. Kanagawa is the area just to the west of Tokyo, Kanagawa Prefecture. It's known for JZX 100s back in the day, and even now. It's where drivers like Kuni came from. Right, second run now, Semi Tanaka. Let's see him get aggressive on this run. Nice flick. Look at that flick. But he's going to wash out a little bit wide there. Oh, he nearly takes out the sign on the side of the track. Let's watch this replay. Even on the slow motion, I think that transition is still going to look fast. So obviously a penalty there for Sector 4 going off the edge of the track there, an 8-6. Our next driver, Takehiro Mori. Second run. His first one, a 95.8 understeer. Actually, it was more of a correction there to try and hit that zone. Yeah, the timing on that run a little bit off there, lacking that flow we've seen from a lot of the other drivers. And a 94. Yeah, it's extremely obvious from this angle, because we have the same angle as the camera. You can really see it from here when drivers come around the big sweeper and they have to do that big correction to make sure they hit the zone. It's very obvious. It might not feel as obvious to them, but you can really see it from this angle. All right, second run for Ueo. I think he's already got a score good enough for a top 16. Let's see if he can get that extra 0.2 for a score. Here comes the second run, already smoking up, big angle. A little bit wide there. I was just about to say the same thing as Manabu. It looked like he tried a little bit too hard there. It's all timing. So unfortunately, even with the line-out penalty at 94.4, so it was a good run from Ueo. I think we'll be seeing him in the top 16 a little bit later on today. Right now, second run for Koji Yamaguchi. 91, starting very early there. He's got to keep the boot in, keep the rear end out. Whoa, too wide there, transition back. He's going for an all or nothing run.
選手と同じで今度勢い飛び出てしまいました。同じことしなくても。選手の方がいい点取ってれば、当時はね言えるんですけど。So in chat, somebody said, "Wow, 2022 cars look cooler than the previous year." I gotta say, I agree with you. 練習で良かったのは何だったんだろう。何だったんですかね。いうところがもったいない形で。自分でも自信持ってたんだけど。本当にいやーね、それぐらい難しいですね。やっぱ単走の日本っていう Some very strong liveries here this weekend. It's good to see. さあ、それでは。I'm just hoping and praying that Naoki Nakamura is going to make it for his qualifying run because I really, really want you to see his car. If you thought last year's 5 kilos of silver flake paint job was crazy, wait until you see the new one. All right, next driver now, Mitsuru Murakami. Go the 4-cylinder. Just might not have enough power for this track. Murakami definitely doing it his own way. 4-cylinder, he likes the SR20. Also the body kit and wheels in that car from 326 power, which are normally known for sort of show style, street style, super slammed cars with big dish. So not the normal sort of thing you see at D1 Grand Prix, but he's out there doing it his own way. Got to give him credit for that. Because drifting is one of the fun things about drifting is if you can win your own way. There's a lot of people in drifting who have that personality. It's like they'd rather lose than win if it wasn't done the way they like. They want to win in a car they like, in a style they like. Sometimes it works, sometimes it doesn't. But you've got to respect that. Alright, so that's all our runs from Group B. So we're halfway through qualifying here. So it seems like the average score has dropped a little bit. If we look at the top 6, 95.9. So it looks like we're looking at about a 96 and up is the score you might need to get for this track. Though we do have some strong competitors in the next couple of groups, so that average score might go up a little bit as we go on. Especially if you look at the drivers in the next group coming up right now. First driver, Masashi Yokoi. Also in this next group we have Hideyuki Fujino, along with Yokoi, another former D1 Grand Prix Grand Champion. We have Mr. Day 1, Takahiro Ueno, back out in his Lexus. And in the Ari Amamiya RX-7. We have Yukio Matsui back out again as well. So this next group, very strong. Very experienced drivers. Should be interesting. YouTube 見た方もいると思いますけど、人間審査という形の中で得点を入れていますが、やはり審査員のこの好み、得点、高得点が出る、実に7点台
7点台って多分高得点ですよね。そうですね。ただロスを使っても、それ審査員の好みを入れてというか、審査員の好みってちょっと語弊がありますけど、今まで D1 が培ってきた高得点のドリフト像っていうのは審査員も含めて考えて入れてるデータですから、まあ大体近くなりますよ。ですよ。で、多分ですね、重要なのはやっぱり角度の大きさから振り出しの鋭さが全体的なスピード、常にあるというところがまずあった上で、それが基準で来ないと多分7点台には当然来ないです。でそこにさらに持ってき方やラインがあると7点後半、もしくは8点という風になってくるんじゃないかなと。ロスだったら点々の2みたいなところが少しだけ通用しなくて、少しだけその芸術的な面にあるかもしれないですね。まあ何にしろ、まあ、貝本さんにしましても、もう一方、山田さんが入れてますからね。まだ国際審査員じゃないですか。あの人のいや特性がつかめないって言ってるんですよ。いいとか悪いじゃなくて、僕の中では、いや、貝本さんの好み知ってるんですよ。大体わかるんですよ。好みっていうか、まあ、とりあえず7点台の人ってまあ3項目ある中の2つはまあいいんですよ。何かが悪いんです、その2つのうちにどれかが。だから振りとかがないだけでも7点台なんですね。スピードもまあいいよね。でまあ角度も悪くないけど、でも振り返しがちょっと甘いとかなるだけでなんかね、ちょっと落ちるんですよね。それはね、そうやって説明されるから、なんとなくわかるんですけど、それでも山田さん。Right, because the next group is sending them out now for their warm up. You'll know this guy here, Masashi Yokoi. 信用してないのかお前。いや、僕はそういうこと言ってんじゃない。だから面白いっていう話です。面白いんじゃないの。審査員だから俺。よろしくお願いします。選手は真剣にやってるんです。そうです。Bit of a genius driver. さあ、というところで C グループが入ってまいりました。いよいよ C グループ。He has his downs though. It's been a couple of times before when he's been in a good place to win the championship and had a big crash and destroyed his car in practice. So yeah, Yokoi real up and downs with that guy. Takahiro Ueno in the Lexus RCV. でも俺はね、秋葉流星選手去年デビューして、 Hideyuki Fujino, new build for him as well. So this is not the GTR powered GT86. This is the brand new 2JZ GR86 debut here at Fuji. S15 of Hisashi Saito. This is a 4-rotor turbo S15 Sylvia. Coming to the start line now, Teruyoshi Iwai, the FC RX-7. 結局はいい得点を取ってくるんではないかといういう感じがねしますからね。藤野選手あたりの新車 GR86 もなかなかいい仕上がりというところで、注目は岩井選手ですよね。岩井選手 245の17インチとか普通得点です。 So here we go, Group C qualifying. Some big old school heavy hitters in this field. 逆に言うとあれですよね、もともと前は渡辺のホイールが18ない。 I believe Ryusei Akiba is not making it out for qualifying, so he's a scratching unfortunately for today. I did see his car in the pits though. いうことにもなります。4位まで入りますね。いやだって彼たちにとってこの富士スピードウェイでこうね成績上げるってのは夢でしょうからね。はい。さあまずはそうなりますとここ6台ということになりまして、あと若手としては斉藤久志選手、コールオーターシルビア、そうですね。この辺り着々となんかね、そういうゆっくり、まあ筑波ではねメソジ力残ってますからね。とにかくね。このチームあまり焦ってない。そうなんです。ドライバー自身がそうです。そうなんです。なんかね、のほほーんとした感じで、ガツガツしてないですね。やっぱ若いっていいですよね。そうなんです。10年後もあると思ってる。我々みたいに先がない。 So that's unusual in this group. We have the 3 rotary cars this weekend running one after the other. The qualifying order is
set by lottery. So that is unusual to have all three of them in one group. GT ではもうネクスト10 years のために、なるほど、さすがです。ベテランね、頑張っていただきたいというところですが、さあ、という C グループの中で、まずは横井選手がちょっとどういう走りを見せるか。そうですよね。練習がずっと良かったですよね。ね、一方、僕も見ましたけども、かなり多分8点台は出るなという、めっちゃかっこよかったですよね。走りを見せていただけに。コースがね、狭く見える。ああ、なるほど。それは速さ、角度、すべてがいい状態。横井選手、松井選手が走ると。踏めてる人たちは。横井選手は今年タイヤはなんかです。はい、あのチームだけ D-MAX。 Right, here we go. Let's start Group C qualifying. そう、また違う。はい。Yokoi. You see there all those stickers on his window. Those are championship stickers. If it ain't broke, don't fix it. Yokoi has done really well in this particular S15 for quite a long time. On average, one of the best performing cars in D1 Grand Prix. さあ、というところでどうやらセットされました。それでは参りましょう。C グループ参ります。横井のドリフトスタイルは日本中にネットワークを広げ、今では一大勢力に拡大。このまま宇宙まで支配するか。カーナンバー70、ギャラクシー横井。Here we go, first qualifying run for him for this year's season. Let's see how dialed Yokoi is. First corner, looking good. Nice speed, nice flick. I can't wait to see the battles here in this layout. They're going to be insane. Such a clean run from Yokoi. A good first score there for Yokoi, 97.1. それでももうこれ OK ですよね。OK な得点というところに来ました。続いて参りましょう。ソアラ、レクサス、BMW、20数年常にドリフトには高級車で挑んできた。今年も若い者には負けられない。カーナンバー78、リアルレジェンド、上野貴弘。ベテラン上野貴弘、レクサス RC。Next driver, a veteran since day one. The only remaining original D1 Grand Prix driver, Takahiro Ueno. That's big angle. And it's going to be a spin. I was thinking that angle was a bit too good to be true. I was really hoping he'd hold that. But it turned into a slow spin. So Ueno previously in Kanagawa, he's moved his base of operations to very close to here, Fuji Speedway, the city of Gotemba, which is the big city close to Fuji Speedway. There's only about a half an hour drive from Fuji Speedway. That's always good when your workshop is really close to the track. Oh, the camera fell off. We just saw the camera fall off. Never mind, let's just watch the run here for Gino. First run. Big angle, they missed that zone. The camera is flapping around, getting a great shot here. As it goes flying. No, it's still there. It's still holding. I shouldn't be commentating about the camera. Let's watch the replay and actually do a commentary on Fujino's run.
So unfortunately they're missing zone 1 on the outside of the first corner, 94.6. The spirit of the run was there, but just the technicalities of it were way off. もう一本この同じ点数だったら朝残れないでしょ。そうですね、残れないことになります。さあ、続いて参りましょう。世界に1台しかないロータリーエンジン搭載シルビア、通称 RX15 で D1 の困難な道のりに挑むカーナンバー55、リアルプロジェクト X 斉藤久志。確かに焦ってない。はい、斉藤久志。この斉藤がこの Do you like rotaries? Because we have a bunch of them coming up right now. Hisashi Saito. Missing that zone completely. You don't know how well some of these guys are doing until you see someone who doesn't do well. If only noise converted into points, you'd get a higher score, but unfortunately Saito with a 90. Alright, so we just heard that Yukio Matsui is going to miss his first qualifying run. So we're moving on to our next driver, Teruyoshi Iwai, the FC RX-7. Big favourite of the internet, this car. 3-rotor. It's got that old school American style IMSA colouring. Running 18-inch Watanabes. But let's not talk about the car itself. Let's talk about this run. This is not a bad run. What a great first run from Iwai. On a 96.8, that's a good score for Iwai. That should be enough for the top 16 after one run. One exciting thing about that run was he was on the accelerator for a long time. This is not something that they normally talk about. But when you're judging a drift competition, the amount of time someone is standing on the accelerator at full throttle, making full noise, it really does add a lot to the style of the car itself. They're not feathering it, they're not going on and off, they're just standing on it. With absolute commitment. Speaking of that, let's see how Yokoi does. Second run for him. Already 97.1 on first run. A little bit too much angle on the entry for Yokoi. It pulled him up short. Remember, these cars are very gripped up in the rear. They can't just rely on momentum to slide around the track. And the more angle they get, the faster they slow down. So 95.3 for his second run, that's okay. He's got a 97.1 from his first run. Should be okay for the top 16. Alright, next run now for Ueno. It's his last chance. If he doesn't make it, it's only a short drive home. Oh, it's going to be another half spin. Keep it inside the yellow.
Sorry, the white, I mean. I don't know about that run. Didn't really seem to learn from his first run. He threw it in too hard. That's going to be a course out penalty for Ueno. Alright, second run, Hideyoki Fujino. Tsuji Z. GR86, brand new build. Looking good. Look at this speed he's holding. There we go. Nice run from Fujino. So it's a 94.6 on his first run. It's safe to say there's going to be an improvement. It's going to be at least a 96. Oh, and that is an equal first score from Fujino. Obviously, the judges liked it too. He held a lot of speed, especially through that midsection, just under that Wakos gantry. So equal first place with Yusuke Kitooka. But I think that might actually put Fujino into first because his other run had a higher score. All right, next one now, Hisashi Saito. 4-rotor turbo. There he goes, he's looking better. Right on the edge of the track there for Saito. But he did get a course out penalty there. Yeah. Right at the end there, you could see him drop a wheel over the edge of the ripple strip. 93.7 for Saito. Oh, and unfortunately, we just have the announcement there. Yukio Matsui, the RX-7, REMME RX-7, is retiring. He's not going to be able to do his qualifying runs. It's a shame. We had a chance to have 3 rotaries in the top 16. Let's see how Iwai does in his second run. A 96.8 in his first run. He has a chance if he can just improve on that. Nice smooth run. That's about the right kind of speed to run this track. All right, with that is Group C drivers all run and done. We have one more group to go. So if you just joined us and you'd like to know the schedule for today, time here right now is 2:30 in the afternoon. We're kind of due to end qualifying fairly soon. But the actual top 16 itself will run from 4 o'clock.
So top 16, an hour and a half from now is when we'll be starting. And we won't be going all the way through to the final today. So this weekend here at Fuji Speedway, there's an event tomorrow. It's called the Motor Fan Festa. It's a big event with lots of race cars, lots of on-track action events, displays and things like that. If you're a fan of motorsport in general, it's a good place to be. And as part of the schedule tomorrow, we have the best 8 through to the final of round 1 of D1 Grand Prix. So it's great to incorporate that with another event and get more people here involved in the action of D1 Grand Prix. So that will be tomorrow. So if you want to make sure you can catch that, what you can do is subscribe to this channel. You don't have to keep it subscribed if you don't want to. But if you subscribe and hit the notification bell, when you fire up YouTube tomorrow, it will probably tell you that this is on. So you can join us for that as well. So we have 6. I'm hoping it's 6 drivers to go. I haven't heard about what situation Naoki Nakamura is in, whether his car is ready to go or not. He's in this next group. But we'll see. Looks like Nakamura is not going to make it out. That's a big shame. Okay, tell you what I'll do. Yeah, Nakamura is not out here, unfortunately. So here's what I'll do. I'll tell you what I'll do. Will he even be here tomorrow, though? I'm not sure. What I can do is tomorrow, before the best 8 runs, I'll be doing a pit walk live stream on twitch.com. Because I really want to show you his car. We'll see, though. I'm not too sure. Anyway, let's just talk about what's going on right now. So this is our D group drivers. Yoshifumi Tadokoro, the AE86. We have Masao Suenaga. It's a similar looking car to Yokoi. Remember, Yokoi has the red trim around the edge of his body kit, and also Suenaga has the fluorescent green trim. Shinichiro Saito also out in his Supra. Right, here we go, Group D. Yeah, so what I'll do is I will be streaming tomorrow morning before the actual event starts on twitch.tv. It's like it's my own channel. If you follow me on Instagram, though, at Noriero, I will put in the story when I am live, and you can come and join us then. And once that finishes, we'll come over here and we'll do the regular broadcast here on the D1 Grand Prix channel. Does that sound good?
どこにいるどこにいるどこの中に富士の中にね。だからいろいろやんなきゃいけなくてね。なんとも言えないですけど。残念ですか。いや見る言ってたのにもう残念です言ってもどういうことですか。いやここで見たから。ここで見た。あなるほど。この位置からね。いやでも上地とかもね、松井とかも。そうね。今だいぶ落ち込んだ状態にこの開幕戦ですからね。すごいショックです。走れないってのは一番痛いですよね。中村直樹とかも。そうですね。中村選手も今ねここで消えてしまったということになりますから。あれですね川崎さん。ベスト8予想なんか絶対当たんないですよ。でしょ。いやこれめっちゃ難しい。そういうのは無理だよ。絶対当たんないですね。もうでも岩井君の地域で当たるかもしれない。そこだけは一応この単走終了で締め切りなんですよ。はい。今もうすでに入れた人はAll right, let's see how we can go in this next group. Group D drivers for qualifying. Once again, unfortunately, Naoki Nakamura broke his car in practice and wasn't able to make it. I'm not sure what was wrong with it. They just rolled into the pits from practice as I had to leave the pits. It was making a very loud rattling sound. If I had to describe the sound, I'd say it was a marble in a tin can sort of sound. You know, there's many car sounds that are not good. You know, the bag of spanners sound. What else? Actually, those are probably the two main ones. Marble in a tin can and a bag of spanners. Oh, the sound of a grinding sound, yeah. Where it sounds like a lathe. You know, makes that sort of grinding, scuffing sound. That's not good. Squeal. Squeal's not usually too bad, though. You can usually fix that pretty easily. 岩手県からどこまでも車があれば日本中カーナンバー84自走でどこまでも行く男橋正和 It is a battle of attrition at drifting competitions. Whose car can make it all the way through to the final? Unfortunately, not Naoki. Let's see how this guy does. Masakazu Hashi, first run for him. We've seen the exact same thing happen a few times today. Now, if I had to make a guess as to what is causing people to do that exact motion there, where they come around the corner and the front sort of starts to track to the right and the rear grips up, I think a lot of these guys maybe aren't quite used to the track itself. Because the hairpin here at Fuji Speedway, it's slightly downhill and slightly cambered to the left. Now, being downhill and camber really makes the rear end grip up, so I think a lot of them aren't quite used to that and take too long to get back on the accelerator, and the front of the car starts to grip up and it understeers on them. I'm just guessing that could be it. All right, next driver now, Takeshi Mogi. Let's see how he handles that corner. S15 with a 2J. So right about here. Yeah, Mogi also very late to get on the accelerator. Not a bad run though. And there you go, 95.1. So not a great score for Mogi, but a good base to go on to his second run.
ギリギリですこれ。いやーギリギリです。さあ続いて参りましょう。 Fishing park. Okay, I promise I will go and find out what fishing park means. I remember it's been explained before, but I forget. So I will go to his pits and I will go and talk to Mogi and ask him why it's fishing park. Our next driver now. Another 4-cylinder Warrior. Tadokoro with the SR20. 確かに第3ゾーンがちょっと足んなかったね。だいぶ足りなかったですね。ギアが噛まなかったです。車がちっちゃいからね。今ちょっとこっちにスーッと来なかったですよね。ちょっと今シフトをミスったような気がしますね。パワーが伝わらなかった。はい。そんな感じがありました。何かミスがあったようなそういう風に見受けられました。もう一台もこっち来る。はい。全然足りないところ。あところで組1本目失敗と。いうところになってしまいました。そんなに低くないんじゃない？ So a similar run we just saw there before from Mogi. Tadokoro. Good speed, not too bad. Just a lot of little improvements that could make that run a lot better. So a 93.6 for Tadokoro. It's unbelievable how high the standards are these days for drifting. It's unbelievable compared to what it used to be. I really think it'd be a good idea to send somebody out in like a 300 horsepower car and show how they do it, just to give you a bit of a comparison. All right, next run now, Masao Suinaga, second run. Sorry, first run. Okay, clean run. So good speed, good line. Be lacking a little bit of angle. But that is something that can be improved upon. I think angle on this track is probably the least difficult thing to try and do. But holding your speed and holding the right line is the most important thing. So Sunaga should be able to improve on that for his second run. Our next driver now in the 90 Supra, Shinichiro Saito. Oh, the front end looking a little bit sketchy. Let's see if he can get this flick right. It looks a little bit nervous in the front end. Whoa. No, he manages to handle it pretty well though. I want to see this replay. Watch the front end of this Supra. It does not look easy to drive at all. Got a 95.7. It's a room for improvement there with Shinichiro Saito. As the last run of this group and the last runs of qualifying. Who will make it through to the top 16? Second run for Hashi. Nice angle. Transitions very early. And gets on the accelerator nice and early too. Oh, this should be a fairly well scored run. That's the sort of run that will do well as a lead driver. That run definitely makes it look like it was difficult to chase. And a 94 for Hashi.
彼らをつける点が大体わかる。僕もそう思いましたっていう。さすが。続いて参りましょう。カーナンバー Just wondering who was the fastest driver so far. I'd say that probably Fujino has probably been the fastest through that midsection. Right, second run now, Takeshi Mogi. Right to the edge. A lot of correction on that final part of the track. But Mogi, though, over the past couple of seasons, has been improving. He's an old school D1 Grand Prix driver from back in the day. He quit for a long time, decided to come back because he said it looked like fun. He's been slowly improving his car and his driving over the past couple of seasons. Next driver, Tadokoro in the SR20 powered Toyota 86. Sorry, I should say A86. I got too used to saying 86 now. 18-inch Watanabes on the back now, which are available for the public to buy. They've been a prototype for a while. They get ready to get on the accelerator very late. Still a clean run, clean line, good angle. Well, 95.4 for Tadokoro. All right, second run, Masao Suinaga. It's looking good. Look at that transition. Sketchy exit, holding a low speed. Kept it between the lines. Right, here we go, last run of qualifying. Shinichiro Saito. Whoa, all the way to the edge of the track. Had the transition very early and handbrake to save that. It was over real quick, but he managed to sort of half recover. All right, so we do have a top 16 now. Did Mekua make it through? I don't think he did. And there you go. So the top score, Hideyuki Fujino with a 97.4 or 97.35. Now,
because Kitaoka had a similar score, it went down to the second run to see who came first, and Fujino had the second best score, 94.55 over 91.5. And Mekoa just barely scraping through into 16th place. So this is your top 16. So first place Fujino in the GR86. Kitaoka. Oh, could this be his season for a championship? It's looking good at the beginning here. Katsuhiro Ueo, third place in his brand new 180SX. Masato Kawabata, also brand new build for him. Last year's D1 Lights champion, Vito, through to 5th place. That's a great result. We saw a similar thing when Mekoa moved up from D1 Lights into D1 Grand Prix. Started off very strong. After that, teammates Yokoi and Suinaga. So we have a top 16. So everybody watching right now, here's what you need to know. The time here right now is coming up to 3 o'clock. So we'll be starting the top 16 battles in 1 hour from now. Just a little bit over for 1 hour from now. We'll be doing the top 16 only. So it's only going to be a short one. So if you want to hang around for that, it's not going to go all night or all day or all morning, depending on where you are. So what you need to do is come back in 1 hour from now. Set yourself a timer, or you can just leave this stream running in the background while you do something else. And when you hear my voice, that means we're about to start the top 16 battles. So top 16 is today. The top 8 onwards will be tomorrow, which is part of the Motorfan Festa event here at Fuji Speedway. So whichever one you choose to join us on, I'll be looking forward to seeing you here. So once again, 1 hour from now, best 16. And then tomorrow, best 8 onwards to the final for round 1. If you want to know more information about that, I will put it on my story on Instagram. That's @Noriero. Also tomorrow, I will be doing a live stream, a pit walk live stream on twitch.tv. And it's just easier to tell you, go to my Instagram and my Instagram story, and that will have all the information there tomorrow. So that's all you need to know for now. Hopefully I'll see you all back in about an hour for the top 16 here at Fuji Speedway. Hope you're having a good day wherever you are, whatever time of day it is, whatever you've been doing. It's been a long week. Now we can blow off some steam by watching some big loud things go sideways here at Fuji Speedway. All right, everyone, I'll leave you with the ads for now. When you hear my voice again, that means we're about to start up. Otherwise, I'll see you in 1 hour. So set a timer. Just set it 1 hour on your phone. Come back when that goes up. All right, everyone, I'm going to take a break right now. I'll leave you with the live stream, and I will see you in 1 hour from now. Bye for now. Thanks for being here. Thanks for being here. I appreciate you all. It's always fun. Glad to be back here doing D1 Grand Prix. I'm going to go to the pits and find out what happened to Naoki's car. I'm pretty sure he probably already put it up on Instagram, but I'm going to go find out. So I'll let you know when I come back. Also, chat, is there anything else you want to know in the meantime that I can go and find out? Okay, I'm going to make some notes. Hang on. What do I need to know? Why? Just make a note. Why fishing park and Naoki's engine.
Okay, I'll go and find that out for you. Is there anything else? Chad, is there anything else you want to know? No? Okay. Ask the girl with the pink mask her Twitter account. Her name is, what is her name? Mew something. I'm sure it is in, it's probably on the website for D1 Grand Prix. Tyre regulation. Oh, you want to know the tyre regs for this season? Okay, I'll find that out. Oh, the rule change? Yep, okay. Alright, I'll go and do that. Okay, everyone, I will see you in an hour from now for the top 16. Like I said, the stream will run this whole time, and when you hear me, that means we're about to start. Alright, everyone, I'll leave you with the ads for now. See you soon. Bye for now.
さあこの後ですね、コース上ではですね、ファン感謝セレモニーネクスト10グリッドウォークが行われます。ですね、7番ポストのところからコースに入っていただけますので、グリッドウォークしたいという方は7番ポストの方からお願いいたします。この後間もなくグリッドウォーク開始になりますので、入場希望の方は7番ポストのところから入ってください。よろしくお願いいたします。間もなく準備ができたらセレモニーを始めていきます。
はい、皆さんお待たせいたしました。ただいまより2022 D1 グランプリラウンド1富士スピードウェイのネクスト10イヤーズセレモニーを開始いたします。今選手が入場してまいりました。それでは学さんお願いいたします。というかもうすでに先にですね、はい、ベスト16に残れなかった方も来てます。そうですよね、はい、が誰がいるかがちょっと伝わってないんですが、みんないるんじゃないですか。いや6台しかいないんですよ。そのあたりがちょっとわからないんですが、さあということで、じゃあ先にですねベスト16入ってまいりましたので、そちらの方から先に紹介してまいりたいと思います。まずはですね1組目、単走10位第1位、見事に優勝を果たした藤野秀幸、その対戦相手はいや16位、ギリギリ失敗したけどなんとかベスト16には残りましたメクワ幸次郎です。いい戦いです。藤野対メクワの対戦が1組目、そして2組目の登場ということになります。2組目、単走順位第8位というところは立派、岩井照義 FCRX7 だ。さあそしてその対戦相手は若手、なんとか初優勝を狙って今シーズンどこまで頑張れるか。単走順位第9位はそば切り広大、芝タイヤでの頑張りがどこまでいけるかどうかということになってまいります、そば切り広大。さあそして3組目今セットされております。いやーいい成績で上位で通りました。単走順位第4位は川端正人。さあその新車 GR86 に対するその対戦相手は結構ギリギリではありましたけれども13位通過、茂木武史、ピンクの S1 号茂木武史がこの川端との対戦ということになります。さあそして4組目が今セットされました。ルーキー頑張りました、なんと5位通過、すごい第1チャンピオン尾藤弘樹。さあいいですね、ピンクのマシーンで尾藤がどこまで頑張れるか。そしてその対戦相手は単走第12位、唯一の GR スープラ大健闘、斉藤慎一郎。All right, everyone, welcome back. Welcome back to the top 16 for round 1 of D1 Grand Prix. Thanks everyone for being here. 1台だけかな。まずは単走なんと第2位。こんないいところ久々かな。 We are just doing the driver's intro right now for the top 16. 最後までトップでした。いいところにいました北岡。これはなかなか今シーズン期待ができそうなそんな走り。 And we are going through the battles as well. さあ15位でなんとか通過いたしました。 Now, once again, today's event is not going to run for very long. We're only running the top 16 battles here today. Because here this weekend at Fuji Speedway, there's a big event called the Motor Fan Festa. It's a big all-genre motorsports event. And D1 Grand Prix is running as part of that. So in order to fit into the schedule for tomorrow, we're running the best 16 now and then the top 8 tomorrow. So the time here in Japan right now is just coming up to 4 o'clock. It's 3:45 roughly. So the battles will be 11 o'clock tomorrow morning. So for our viewers in the USA and the American part of the world, the Americas, that includes North and South, and I guess Canada. That is roughly evening. Saturday evening. I don't have a conversion on me right now. If someone wants to run a conversion in chat, that would be good. I'm only one person. And that will be fairly short too. So if you want to catch a bit of short and sweet drifting this weekend, this is where you can do it. So a nice mix of drivers here in the top 16.
We have a bunch of former champions, a bunch of new drivers as well. Last year's D1 Lights winner, Vito, has made it through to the top 16, which is great to see. Also the D1 Lights champion from 2 years ago, Mekuwa, just barely scraping through, but he made it in. Also in second place, Kitooka in the JZX 100. Could this be his year? I really do think he has a chance to win a championship. We'll see how it goes. Now, before the break, I made a couple of promises to chat. I said I'd go and find out what happened to Naoki Nakamura and why he couldn't make the top 16. Well, the answer is I don't know exactly, because when I went to their pits, they had a curtain covering the pits, and when I peeked through it, the engine was out of his S15 Silvia, the 2JZ. It was sitting on the floor, and they were all sort of crouching around it, not doing anything. So I'm fairly safe to say it's kind of a terminal problem with that car. When it came back into the pits, it was making the marble in a paint can noise, which is never good for an engine. So unfortunately that's what happened. Oh, that was loud, wasn't it? Also the Ariyamamiya rotary of Matsui. The reason he couldn't go out was because during warm-up they broke the water pump. He did his warm-up runs, pulled back around to the start line, and the water temperature was pegged. So he realized that there was a problem with that car, shut it off, and they weren't able to make it in time for qualifying, unfortunately. Also, the other thing I was going to find out was this guy here. This guy here, Takeshi Mogi. Not this guy. Why is he known as Fishing Park? Well, it's because he actually runs a fishing park. That's him. That's him here, Mr. Fishing Park. It's a place called Okutone Fishing Park. It's a trout, fly fishing and lure fishing lake and facility, and it actually has, let me have a look, it has 114 reviews on Google with an average of 3.8 stars, which is pretty good, I gotta say. And that's his business. So that's why, back in the day, he started that business out in Gunma in the mountains, and that's what he's still running it now. Obviously, he's doing a good job because there's some very good reviews. I'm looking at the pictures on Google reviews. Some nicely sized trout. So it's a trout fishing park. So that's why he's known as Mr. Fishing Park. So trout fishing, I'm guessing that's, yeah, so lure and fly fishing. Much like in many other places in the world, very popular sport in Japan.
D1 を選んだ。富士が走りたかったから。そして富士で一生でもしたいから。そうですね。ちょっと今日うちのガフノリチャンプが来てるんで、お手柔らかに。ありがとうございます。よろしくお願いします。またラーメン食い行きますんで。そうなのよ。担々麺の松田店ね。そうです。担々麺松田店よろしくお願いします。宣伝してるよ。そんな宣伝じゃなくて、頑張れよ、本当に。さあ、そして次、お願いします。どこ行く？ここにモンスター180がいます。何すか？フリートーク予定より短いですからね。今日は180の VR ですけど、さっき担当好き審査席で、今後のあなたの内緒の予定目標をちょっと語っちゃいました。はい。すみません。はい。勝手に話したんですか？勝手に話しちゃいました。Alright, everyone, if you just forgive me for a minute, I have to go and get a battle, a sheet with the battle tree on it. Usually someone brings me one, but whoever normally brings it to me didn't do it this time, so we're going to have to go and get one. So bear with me. I'll be back before the battle starts. Just give me a minute. Hang on. 皆さん、そろそろグリッドウォークが終了になりますんで、そうですね、皆さんは終了でございますので、元の席の方に戻ってくださいね。田所商店っていうよく間違えられるんで。田所商店って言われる。ラーメン屋じゃねえよ。車の話と走りの話してください。なるほど、はい。VR ですよね、上さん。僕 VE です。VE です。そして、今回最軽量だと思うんですけど、車重何キロですか？990。990。はい。もう勝ちましたね。車重聞いてあげましょうよ。車重いくつ？勝った。優勝。それだけは勝った。はい、次行きます。グリッドウォークそろそろ終了です。してください。次行きます。入ったところに戻っていってください。川崎さんのインタビューをやるんですけど、川崎さんはやってていいんですか？皆さん大変申し訳ございません。もう間もなく終了でございます。横井劇場序章を始めてください。まあこの流れ、このトーナメント僕のためにあるような感じですね。なんでよ。まあ去年からの流れだと、サービス的な対戦だって言うんですけど、ここはちょっとやっぱ今日初戦ですし、手堅くしっかり勝ちに行きたいと思います。あれ、なんかいつもより慎重じゃないコメント。まあでも他取っても多分負けてくれると思うんで、適当に軽くとりあえずベスト16は勝ちたいと思います。聞いてるんだよ。明日は展示だけって言われてましたけど。そうですね。僕はもう基本的には展示が命できてるんで。そうですよね。日曜お客さんも入るし、そうです。GP スポーツとしては展示が命。走らさず展示をすると。そうです。事故なく帰りたいと思ってます。今日はわざと負けても。そうですね。まあでも横井君気遣ってくれると思うんで、その辺は大丈夫だと思う。結構上下関係うるさい人なんで。だからダメなんじゃないのか。会社の宣伝でも一言どうぞ。GP スポーツをこれからもよろしくお願いいたします。もう仕事終わりました今日。そうですね。僕の仕事終了でございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。川崎さん、一番前行ってください。いや、一番前戻ってください。一番前に戻っていただいて、優勝の藤野選手、それからですね、下田沙也加選手にちょっとコメント取って最後にしたいんです。一番前に戻ってください。はい、でグリッドウォーク終了になります。グリッドウォーク楽しんでいただいた皆さんは入ってきたところから戻ってください。お席の方に戻ってください。グリッドウォークは終了です。米にも一言言わせてあげてくれよ。無茶ぶりですね、今すごい。どう思いました、こうやってバーって来て。これ次からあなたの仕事っすよ。本当ですか？頑張りたいと思います。皆さんお楽しみに。ありがとうございました。違うよ。ありがとうございます。違う川崎さん違うって。一番前に戻ってくださいって言ってんです。こっちの声聞こえないんじゃないですかね。いやいや、もう無線で飛ばしてる。飛ばしてですか。まずグリッドウォークはもう終了になりますので、グリッドウォーク参加していただいた皆さんは戻ってください。I couldn't find one, but thankfully the mod on the YouTube chat, Nav, managed to send me a copy online, which I've just written out, so we're good. Always forgotten.
All right, so we're about to begin the top 16 here. It's going to be a good one. So our battles coming up here: Fujino versus Mekawa, former D1 Grand Prix champion, also 2 years ago versus 2 years ago D1 Lights champion. Mekawa stomping at the beginning of last year. Did a really good job at Okuibuki. Fujino already looking very comfortable with his new GR86. Brand new build. The paint in the wheel wells is still really fresh looking. It's not all dirty and covered in garbage. So brand new build. The second battle will be Iwai versus Sobagiri. So Iwai in the FC RX-7. Does he finally have that car dialed? It's been such a long time. I put it down to the flashing lights in the bumper now. The endurance lights. It's got some little stroby, flashy things in there. Looks pretty cool. Versus Mogi. Sorry, versus Sobagiri in the Infinity. That should be a good one. After that, Kawabata versus Mogi. I'd have to put my money on Kawabata for that battle. But we'll see. After that, Vito versus Saito. So last year's D1 Lights champion. So if you don't know, Lights is one rank below GP in the D1 Grand Prix system. It goes regional series, and then Lights, and then GP. So the regional series, the things what you need to do, the car you need is it's not, I don't know, well actually honestly these days it's pretty high. You used to be able to get away with a street style car, but there's a lot of people in Lights these days running big builds, 600 horsepower and up even. And then of course Lights, the idea with Lights is that you can build a car for Lights, and then if you manage to do well enough to get a GP license, you can then do some more modifications to the car, a few more safety and power modifications, and then move up into GP, which is essentially what Mekawa did. So next battle after that, Kitooka versus Nakata. It should be a good one. Next battle, Suinaga versus Tanaka. That'll be an interesting one. Very evenly matched battle. Those S15 Sylvias that they both drive, fairly close in spec. Next battle after that, Ueo in the brand new 180SX versus Tadokoro. Now, Tadokoro also seems to have sorted out his car in the off-season as well. So new build for Ueo, that GTR-powered 180SX. However, he's also been testing that car really hard down at Autopolis. We've seen the little spy videos that he's posted on his own Instagram. I guess they're not spy photos, or spy videos. But the car looks good. He was looking good this morning. We'll see how that goes. And last battle, Yokoi versus Mori, to wrap it up for today. Then, of course, tomorrow will be the top 16, top 8 through to the final, to be held during the Motor Fan Festa. So unfortunately, you just saw there, Sayaka not qualifying. It is her first time in GP. Honestly, she's made huge progression over the past few years, going from regional to Lights and now into D1 Grand Prix. She's been on a fast track on a program designed by former D1 Grand Prix driver Ken Sato. He's been very hard on training her, giving her opportunities. And I've got to say, her driving over the past couple of years has massively improved, especially her aggression.
But when it comes down to it, if you can't qualify, then it all means nothing, doesn't it? So we will be running the double rounds later this year like we normally do for D1 Grand Prix. So one round on Saturday, one round on Sunday. But the season opener this year here at Fuji Speedway is being run in conjunction, like I said before, with the Motor Fan Festa. So that will be held tomorrow here at Fuji Speedway. The back of the pits have slowly been filling up during the day with cars for tomorrow. There was a Toyota Yaris rally car doing some practice runs on the front straight just before. So it'll be a big display for anyone who's a fan of motorsport and racing. All sorts of genres of motorsport will be here, and the top 8 to the final of round 1 of D1 Grand Prix is being held here as part of that event. So it's not necessarily the most convenient thing for us drift fans who just want to watch the drift competition, splitting up the event over 2 days. But it is part of getting more eyes, more new eyes on D1 Grand Prix, getting more people interested in it, and a bit more exposure. そのため10個の約束を実行できるよう新しい D1 を作っていきたいと思います。2022年4月23日 D1 ネクスト10プロジェクトアンバサダー野村健ちゃんと言えました。ありがとうございます。ありがとうございます。ネクスト10イヤーズ、これからのドリフト文化に向けて野村さんとともにね、皆さんとともに本当に頑張っていきたいと思います。はい、野村さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで、それでは始めてまいりましょうか。はい、2022グランツーリスモ D1 グランプリシリーズラウンド1富士スピードウェイベスト16水槽トーナメントのスタートです。いいですね。全日本ドリフト選手権 D1 グランプリスタート。さあお待たせいたしました。それではいよいよ追走トーナメント始めてまいります。はい、はい、学さん、追走も So a nice little tribute there to some of the highlights of D1 Grand Prix over the years. This D1 Grand Prix starting in 2001. The very first round held at Ebisu Minami course back in the day. It's been running for over 20 years now, and he's looking forward to another 10 years.
この追走に関しましては通常ボールですとドスの得点ですから先行者の得点とそれから後追い Should be 者の interesting 得 to see 点 how drifting evolves を足して全部の合計得点で as cars change, as motorsports change, 今日ドス使いません。 and as everything else in society changes as well. Attitudes change. Will drifting become bigger, smaller? How will it change? I guess we'll find out. 後ろがまあ同じなら7ですけどちょっと劣ってれば6とかいう形で7って大体どのぐらいかなっていう Not electric though. No, no, not electric. 通常97点ぐらいの話。Nah, 今日でいうとこの95点6点ぐらいかな。なるほど。が7ぐらい。で98点出てればやっぱ8とかは8、9とかは言うと思います。でそれに対して後ろが相当やっぱり角度も合わせて、寄っていてということであれば8に対して9、ね、というふうに得点をつけていく。であくまでも先行者は単走通りの走りですから、ゾーンの減点外しちゃダメですね。はい、マイナス1ランプ1個につきマイナス1ランプ。でかいなそれ。 Yeah, but never mind all that. Here comes the noise and the smoke and the speed. We're about to start the top 16 for round 1. Our first battle will be Fujino versus Mekawa, so we're going to start off strong here at Fuji Speedway. 本当に入っていればいいところにいればそれはゾーンを外してても減点はされません、という形の中で、2人が得点を入れたものの何対何というのが平均で出てきます、でもちろんそれで、0.5 でもとにかく高ければ勝負ありということです。ただどちらにしろ今日ベスト16までですから、追走ないサドンデスないんですね、ベスト16はもともとサドンデスないですから、全くの同点があった場合は先行者の、普通だったら得点なんですよ、So we're about to start the battles for the top 16. Now, if you haven't been watching a whole lot of drifting and you're not really sure about how it all works, well, I hope you can learn along with the competition. So what you need to watch is the lead car will do a run similar to their qualifying run. So the lead car needs to do the biggest, fastest, coolest run they possibly can. That's their job. Then the chase car, their job is to imitate the lead car as best they can. Get as close as possible. When they switch left and right, you want to see them tuck up next to their doors. You want to see the chase car with as much, if not more, angle than the lead car, if possible. It's a big ask, but it is possible. Now remember, smoke is not judged, but it certainly makes you a crowd favorite. 言い返さない。何も言わない。森野さん、言い返してくださいよ。いや、ほら、僕も初心者みたいなもんね。僕言いますよ、本当にもう。 So if you watch the qualifying up until now, you should have a fairly good idea of the best way to tackle this course. Of course, here, Fuji Speedway, an international level racetrack. There's no slow handbrake entries. You come into this course at full speed already. Swing it out wide, flick it back, and then try and hold it through the hairpin as best you can. Now what you need to watch is some of these drivers will go through this course just barely sort of hanging on. They look like they're barely in control. Other drivers will go through this course and attack it aggressively. They look like they're under full control even though they might not be. If you can watch these cars and you get that little feeling in the pit of your stomach that kind of crunches up and you're like, oh wow, look at that. It's a fairly safe bet it's going to be a well-judged run. 先行者はきっちりと単走と同じなんで、踏んできれいに抜けていかなきゃいけない。そこで戻ったりとか、やっぱりするようであれば大きな減点がされていくということになりますので、とにかく出てきた点に対して、川崎さんと織野さんがいるんで大丈夫だと思いますけども。そうですね。川崎さんいるんで問題ない。いやいや、単走で外しまくってましたからね。やめじゃないですか。確かにね。
審査に関することは言わないで決めたんですよね、確かね。川崎さんの独特なね、やっぱね、感性があります。感性がね、その感性がだいぶずれてきてる時もあるけど、そして何にも審査に影響してないです。ないですね。やるだけ無駄ですから。やめてくださいよ、本当に。今間近でその16の相手を川崎さん見て話を聞いた状況から、結構余裕な感じですね。なるほど。嬉しいんじゃないですか、やっぱり。彼の場合は1位は1位です丸1ヶ月車作り開幕に向けて2台これ必死になって作ってて、でシェイクダウンしたばっかりで見事にこれちゃんと走れたっていうだけで相当嬉しい。これ俺さん分かりますよね、車作りした経験があるから。 Alright, so the drivers have made their way around to the start line around near Coca-Cola Corner here at Fuji Speedway. They'll be starting the best 16 very shortly. でも僕思いましたけど、皆さん楽しそうですね、選手が。 So remember, we are only running the top 16, so there's only 16 battles here today. The best 8 onwards will be tomorrow. We'll be here on the same channel, so if you want to follow this particular channel, the D1 Grand Prix movie channel, it should let you know when we're live tomorrow. それはやっぱり16に残るか残らないかで全然ね、天国と地獄。だって今回本来であれば、ちょっと強そうな選手がトラブルとかで消えてるでしょ。中村選手出てませんからね。はい。そして明日がないんですよ。多分いつもだったら明日があるっていうんだけど。確かに。そうそう、明日はもうないんですよ。だって2日の予定で来てるわけじゃないですか、ちゃんと。中村直樹選手なんかも絶対そうでしょ。いや、だ相当直樹選手苦労してるんじゃないですか。このギリギリで他の車を作ってて、シェイクダウンしたらトラブルが出てという形からしたら、逆にやっぱり考えれば藤野選手良かったんだなっていう。本当ですよ。チャンピオンマシンがトラブって新規マシンがね1位を取ってと。確かに。それは嬉しいですよね。いうところ。であとは虎視眈々とまた横井選手が大きな口叩いてた感じが狙ってるところもね、いつも通りでいい感じはしますけども。ただやっぱり織戸さん、ネクスト10イヤーズなんで、若手が頑張っていただく、これも欲しいですよね。今回のベスト16に残った中で若手、尾藤選手が、尾藤選手がルーキーですね。尾藤選手はあれでしょ、その学取りから来てるわけでしょ。そうです。で過去今まで学取りから優勝チャンピオンになった選手はいないわけですね。ないんですよ。チャンピオンはないんですよ。優勝はあってもチャンピオンは誰ですか。優勝はなんだいないです。優勝もないの。優勝もない。D1 の中ではないか。ああ、なるほど。そっか。岩井君があの位置でいる限りずっとなかったんですよ。そうだね。確かにね。岩井は結構学取りの中で初期の方です。初期2002年ぐらいですね。審査ポイント話しましたよ。ですからそういった意味では、リーガル選手ライツチャンプでもあり、ライツチャンプでもある尾藤選手がどこまで来れるかいうところは。確かに近い年齢のライバルとかがいっぱい目標にしてるやつがいる。Alright, we should be starting in about 5 minutes or so. ルーキー残ったの1人じゃないですか。尾藤選手だけでしょ。斉藤選手は違いますよ。出てたか。It's funny if you look in the background there, you can see Kamimoto and Tarzan doing the hand motion. Remember, it is up to they're the human judges. We're not using DOS here this weekend. We're using regular human judges, which always sounds weird to say as if that's like an odd thing, but human judges. But that's who who is judging this weekend. いや名前見ても僕よりも先輩じゃないかなって。そんな一人もいません。それは一人もいない。そうですか。それはいないですね。僕より先輩は僕ぐらいしかいませんから。まあね、歴史にね、直木ダム、鈴木学。 What's a better term for that? People judges? I don't know. Human? As opposed to a computer? やらない。本当にやらない。Meat judges? That sounds worse. Actually, that sounds terrible. いやというところでね、もう間もなくベスト16が Flesh deciders. これ辻さん、単層と違いまして、これ行くじゃないですか。Carbon-based choosers. Actually, computers technically carbon, like they're silicon-based. There you go. So yeah. なるほど。 We have carbon judges this weekend instead of silicon judges. 説明もだいぶ前にしただけで、ちゃんと
大丈夫です。大丈夫です。意外に大丈夫。プロの選手ですから。いや僕ね、多分織田さんが出てる時もいつも心配してましたよ。 Bags of water. してんのかなっていう。 Yeah. 本当ですか。でもだいぶいろいろミスを犯してましたよね。そうですか。そうですよね。本当に。All right, chat, we're about to start this. Thank you for being here. Here in Chile, it's 3:14 a.m. Well, buenos tardes. Chile? Is that right? Is it morning? You say morning or evening? I don't know. 絶対ダメだ。 We're about to start the top 16 with our organic judges. いやだから右にこう曲がったぐらいですよ。あんなとこまで行かなくても大丈夫なんですけどね。いやそこまで行かないと危ないですよ。結構。Buenos dias. Okay, I'm sorry. はい。はい。さあということでどうやら Buenas noches. Okay, I cannot speak. Yeah. あ、もうウォーミングアップ終わったんですね。この手前でやってましたから。じゃあもうスタートだ。そうです。 Wait, he's saying something else. ウォームアップはウォームアップゾーンでやってるんで。 Buenas mañanitas. Doesn't that mean good evening, ladies? それが心配だなと思ったんです。問題ないです。藤野選手ですよ。だから心配。これ藤野選手が車作ったんだ。No hablo español. さあというところでどうやらセットされました。それでは参りましょう。2022グランツーリスモ D1 グランプリラウンド1富士水槽トーナメントベスト16カーナンバー66藤野秀幸 VS カーナンバー79メクワ幸次郎。さあ両者先頭、そしてシグナル点灯。 All right, here we go. Let's get excited for round 1 of the 2022 season. First battle, Fujino in the brand new Toyota 86 being chased by Mekua. This should be a good one. As they come around the sweeper, Fujino already initiating. Kind of leaving Mekua behind. Mekua catching back up though. Oh, and Mekua stalls out of the drift. 要するに今待てなかった感じですか。いや詰まっちゃったんですね。だからさっき堀野さんが言ったそのものですよね。いい感じですごいついてきて、おメクア君いいじゃんなんて、メクア選手いいじゃんと思ったら、これリプレイ出ますけど。Right, this new build from Fujino looks really good. It's his first time out in this car. It already looks dialed. A lot of knowledge going into the building of that car. There's a great drive out of the corner. Look at this. Forward acceleration at angle. That's not easy to do without just huge amounts of mechanical grip. Right, score there 7-3 in favor of Fujino. ただまだその先のコントロールをあんな感じじゃないですね。7ぐらいでいいのかなっていうぐらいいい走りでしたね。僕も8って言いたいぐらい。予選より良かったんです。 Although I will say though, Mekua at the transition under the Wakos gantry was starting to catch up. 大きなリード。藤野秀幸選手が取った。メクア選手としてはマシンはね去年と変わってないんですけども、やはりタイヤ、足回りこういったところを含めての変更がまだまだ。そうなんですよ。両方とも純正ナックのここから脱却して、海外製の新しいそのキットを入れて、両方ともそれつけて実験段階ですね。まだね。ですよね。これぐらい乗れちゃうんだから。でもそれぐらい乗れちゃうっていうのは What do we think about this new 86? 単走よりいいかなと思ったぐらい。ああいうメクア選手のミスってそう Seems to be a fairly split sort of opinion on this car. Some people absolutely love it. Some people are pretty indifferent to it. So this new generation does look sleeker and more aggressive than the older original GT86. ということでいよいよ入れ替えの2本目。今両者まずは藤野がセット。そしてその横にメクアが今セットされました。それでは参りましょう。入れ替えの2本目。今度はメクア幸次郎先行。Our next battle now, they changed position. This time Mekua will be in the lead. Fujino with the big advantage in the chase. Mekua just needs to keep it clean for this entire run as best he can. It's not impossible for him to win this.
Fujino already in a state of drift. Oh, Fujino running very wide there. He's going to go off track. 逆にああいうことがあるんですよ、富士。あそこの詰まるとコースアウトするんですよ、コースの横で。逃げ場がないんで。完全に確かに逃げ場がない。これ難しさ、これが。 There was a big course out there from the chase car. スピード高いだけに。 Fujino, this could be an even score. Depending on what they look at that though. Look at that. Mekua also dropping a wheel off, running very wide, trying to keep as much speed as possible. He hits that second zone just right. You see a huge rooster tail of dirt go flying up there as Fujino drops a wheel off. And that upsets the car enough that he can't get it around the corner. He goes all the way off, completely under the apron. And gets it back just in time to not take out that sign there. To his credit though, kept it sideways until the finish line. わからなくなりました。7-3の4という大きなアドバンテージが今入れ替えの2本目。派手に出てるけど減点は1ぐらいね。さあどこまでの今これだからバリーノガールかトネンガールか東洋ガールで決まるとかそういうことはないんですか？ないです。ないです。はい、そこは東洋ガールが2人いるからいやないです。ないです。はい、それで可愛いからポイント入れるとかもないです。それはないんですか？ないんです。それで決まったことないですよね。ないです。東洋さんのないです。さあやはりここは入れ替えの2本目のポイントがまだその審査員も入れればいいよね。そうですね。専門のね。勝手に裏でやっててください。メクア選手が最初にコースアウトしてる。そうですね。そこから始まってますね。そこから確かに。それしちゃったからそれしちゃったんだよっていう。わかりますわかります。でもそこをコントロール後ろしていかなきゃいけない。それはダメ。So the score from the first run was 7-3 in favor of Fujino. 出ました入れ替えの2本目。でもそうですよね。メクア先行6、そして藤野秀幸4。So Mekua's score there, only getting a 6 for his lead run. He did go off the course as well. So that's an unfortunate result there for Mekua. Unfortunately for him, Fujino. Oh, if Mekua had managed to keep it cleaner in the lead. It's not the kind of result we'd like to see from that battle, but unfortunately that's how it is. メクア選手が飛び出たところはまずそこで引かれちゃいますから。やっぱり僕の見立てでいう東洋ガールが2人いたから勝った。なるほどね。関係ないと思います。違うでしょ。それは関係ない。でもそういうことにしましょう。さあということで続いての対戦参りましょう。カーナンバー51岩井照義 VS カーナンバー31そば切り広大。さあ今両者セット、そしてシグナル赤。Alright, next battle now. Teruyoshi Iwai in the FC RX-7 versus Kordei Sobagiri in the Infinity, powered by GTR engine. Alright, here you go. Does Iwai have this car dialed for this weekend? These guys really are driving on the absolute edge. はい、そこの減点が立ち上がりもグリーンまで行っちゃったんで、もうそこの減点が大きいですね。まずはSo Iwai's RX-7 so quite a lot of issues with not having great steering and front grip. It looks like he might have finally sorted that out. Rockets across the track, flicks it back. He comes up a little bit short there. Iwai using all of the horsepower. And there you go. So yeah, coming a bit shallow there on that flick. A 4, so a 6.75 in favor of Sobagiri in the Infinity. まあ約3ランクアップということを考えると結構大きな。大きいですよ。はい。I think it's a fair result from that battle. これでオリドさんとにかく
考えてみるとやっぱりこれ勝たなきゃ意味ないです If EY could have just used a bit more of the black あ top, るかないか。けどやっぱりね勝ちたいですよね。 kept it wide on that flick. やっぱりね強者がいないうちに勝てるときは勝つべきですよ。なるほど。いうところでこれただこれ川崎さん僕なこと言いますけど、だからこの後特に岩井選手はどういい。そうですね。さっきので落ち着いて走んなくちゃダメだった。なのに先行で取っていかなきゃいけないぐらいだったのに慌てちゃってましたもんね完全に。これ後追いで岩井選手がこのランク差を逆転できるとは今までの走りではちょっと想像がパワー差もねグリップ差もあるからね。一応ね頑張ってほしいんですけどね。そうですよもちろんね。さあどうやらセットされました。入れ替えの2本目ということになります。4対 6.75 というところのさどう変わってくるか。今度は入れ替えの2本目赤いマシンインフィニティそばぎりが前後ろから FC3 Alright, here we go. Second battle between these two, Sobagiri and EY. So this time, Sobagiri in the Infinity, the red car, will be leading this run. He has a bit of an advantage, but EY is right there with him. EY already drifting. Sobagiri bailing out though. There's something wrong with Sobagiri. He bailed out at the last second. Could this be some sort of drivetrain issue? He has had trouble in this car with gearboxes before. ドライブシャフトです。ドラシャかミッションか。おそらくこれ止まるようだと本当にもうデフかドラシャかいやか So this EY already at full drift here, full commitment in the chase. Sobagiri realizes something's wrong, pulls off all the way offline just to make sure that EY has space. しかし川崎さん、その後ろを走って誰もいなくなった。 Good safe reaction from Sobagiri, realizing something was wrong, giving EY enough space to complete his run, although he does complete the run off track, but I think that's okay, we can ignore that. いやでもですね、今そばぎり選手全くドリフトしておりませんので、先行そばぎり0、岩井4、これで逆転。勝ったのは And there's the result there, a 0 to Sobagiri. So luckily, even though he went into that second battle with the points stacked against him, EY in the FC RX7 will be seeing him tomorrow for the best 8. 岩井が久々にベスト8まで岩井が明日に残りました。 So that will be the first battle tomorrow, Fujino versus EY. でもトラブルはね、これも富士ですよね。これも富士だしトラブル多いですし、負担もかかるし、で大きいです。ここはやっぱり岩井君の作戦勝ちですね。いやないと思うよ。どんな作戦や。何の作戦だろう。作戦ですか。こうなる予定。わざと前でヘナチョコの走りを見せといて。なるほど。ヘナチョコ言ってるやん。かましといて。力を入れてました。経験の差ですよ。絶対2人外れてると思います。 So honestly, that battle between EY and Sobagiri could have gone either way going into that battle. EY looks like he's got his car pretty well sorted this season compared to previous seasons. He's always had a lot of trouble, although it could be just that this track suits the way he likes to drive and his car setup. But that's good news for Rotary fans. We have an FC through to the best 8. 全部つけてますよ。唯一岩井君ないです。Does look like he's lost all drive there, unfortunately. He's going to have to get a toe off. ということでどうやら次がセットされてスタートしていくということになりそうですね。そう確かに。はい。さあということは2組目が終了。岩井照義が明日残った強化してきたんですよ。強化って言わない。スワロー V のデフ流用してきた。スワロー V のデフ。かっこいい。でしょ？そんな人いない。作戦勝ちだもん。メーカーのそのままつけてる人いないです。純正。いないです。本当に。
さあということでどうやら3組目が今ウォーミングアップを終えてスタート地点に向かいます。3組目川端正人、茂木武史、さあ明日に向けてのここもまだでも新車です。 Now you see him, now you don't. I don't know what to do with my hands. Kawabata in the brand new Toyota GR86 build. 2JZ, he's up against this guy here, Mr. Fishing Park himself. Takeshi Mogi, 2JZ S15. なるほど。まだまだちょっとわからないというところ。これとにかく川端選手が I think that his fishing park is pretty close to Gunsai Toge. Maybe we have to go and check it out next time. 3組目ベスト8進出をかけて明日に向けてどちらが残るのか。青いマシン、ピンクのマシン、今動き出した。さあ100回の方向、まずは青いマシンから出てくる。 Here we go. Next battle now. Kawabata in the lead. Already a lot of speed compared to Mogi. Whoa, pretty wide there from Kawabata. He's going to have to make up for these lost points. Mogi going very shallow though, cutting across the track. Mogi losing a lot of speed. I've got to say though, if you're chasing Kawabata, you can be 99.9% sure that he's going to have a lot of speed and you can just go flat out. Mogi though, kind of shallow there, trying to keep that speed up. This transitions back. This could have been kind of sketchy there as he bounces off the inside of the ripple strip. Could have very easily understeered into the door of Kawabata there. ただ川端選手も減点は入っております。ただ減点の度合いがやっぱもう全然違いますね。1ランクずつ分かれてスタートで5ランク88、5に対して後ろが2とか。Nice clean run from Kawabata, showing why he's a champion. Very impressive there, both him and Fujino are immediately very competitive in these brand new cars. You already see from that angle too, Kawabata would have been able to see Mogi quite clearly. Now this is what I was talking about. Kawabata, he went off course as the lead car. That's a big no-no. If you drop a wheel over the edge of the ripple strip, you're going to lose a lot of points. Now remember, in D1 Grand Prix, the chase car, it might sound a bit silly compared to what, considering what you just saw, but the chase car is not constricted by the course. Now, what's the strategy here for Kawabata to take? He does have the advantage. He must know that he has a bit of a speed advantage against Mogi compared to going by what Mogi has been doing so far today. It would make sense to give Mogi a bit of a gap on the start and try and time it so he catches up during the transition. That'd be the best time to do it. Or is he just going to go full out here? Yes, he is. Look at this. 100% guts here for Kawabata. Dropping a wheel off again. And it ruined it for him. That was not the right strategy to take for Kawabata. Remember, this is a battle. You are driving to another driver in the chase here. Kawabata, we've seen Kawabata has a lot of mid-track speed here. He goes to transition back. He doesn't get big angles straight away. The car washes out wide, ends up losing a lot of speed. Look at the lines on the road there. His black marks all the way out on the edge. He's not in that in the butter zone in the middle. He's out there with the stragglers, which means he goes all the way to the edge of the track, loses all his speed.
遅めにして大事に持ってった。そういう乗り方、いろんな乗り方で合わせることがまだできてないかも。 That was a huge strategic error from Kawabata. He should have read that battle a bit better. それでちょっと慌てた感じがありましたよね。川端選手、フィード選手の車、あれになってブレーキローダーがでかいんですよ。なるほど。今まで超ちっちゃい。 Whether it was overconfidence 近いもんね、100 or just going for the default アウト側 all-in approach. 近づきすぎて、ここが。 Look at that, Mogi right to the edge, maximum grip. さあ、というところで出ました。おお、ギリギリ。2本目の走りは。 Second run, 6 all. That's a pretty close result there. これで勝負あり、12対 11.25 ベスト8進出、川端正人。川端が勝ったんですね。Oh, yeah. はいはい。今のちょっとお聞きしたいところなんですが、まず1本目、実は茂木選手との川端選手 All right, let's see what they have to say. もっと茂木選手がちょっと低かったかなと。いや、そうですね。川端選手がコース外走ってますから、まあその分は引かれてますよね。その分がある。それがまず大きいというところ。茂木選手は確かにおかしくなりましたけど、振り返しが。ごめんなさい。川端選手は1個ですか？2個取ってない。2個。はい。2つコースアウトは取ってない。1個だけ。先行。それは1つだけ。はい。それでこの差、で2本目イーブンは2本目イーブンは川端選手の後追いの2セクから3セク返したところまでの評価です。で、コース外飛び出してちょっと失敗で流れましたけど、ドリフトが戻ってるわけじゃないんで、なるほど、そのミスは引いてます。なるほどいうところで、茂木選手は先行の走りとしては6というところで、66のイーブンという形で終わったというところですね。なるほど、わかりました。さあというところで、でもある意味これ僅差です。僅差でしたね。逆に川崎さんとしては逆転もあったぐらい。未来を感じますね。茂木君に未来を感じますね。茂木君に未来を感じなくなっちゃいましたね。逆にね、なるほどね。いうところで、いや僅差で川端正人がベスト8進出を決めたと。 Okay, so here's what you're going to look for. Kawabata did not straighten. Now remember, on that previous run, when Mogi went off on the inside, remember the chase car is not restricted by the track. If they go off, it doesn't matter. It ended up being an even score. It would have been better for Kawabata if he hadn't have gone off there. But he didn't straighten up. He drifted the entire way. He didn't fall back too far. Even score. A bit of an odd result there. I think everyone thinks that's an odd result, but it's one of those things. If you've got to be consistent about things. If you're not being consistent, then that's a problem. So I think that run was like the exception for the rule. Very close. Anyway, next battle now. Vito, all the way out front. Last year's D1 Lights champion.先行も良くない、それに対して後追いも寄ってはいけなかったしという感じ。比べれない。追走ではないです。だいぶ飛び込みからまず離されちゃいましたよね。で、ここコースアウトはないですね。All right, lead run for Vito. Right to the edge of the ripple strip there. Should be okay. But ended up going very shallow. He's offline. Saito took roughly the same line as him. Vito, they're kind of shallow though. So the first half of Vito's run good, but he kind of lost it at the end there. ちょっと離されたまんまでしたからね。はい。どこまで出るかなんですが、イーブンぐらいということです。気持ち的には、気持ちはね、トータル的にはね。比べれないって。そうですね。僕の見た目だと、はい。So Saito kind of falling off there. Yeah, even run, even score between these two. So Vito's first half of that course looked pretty cool, but he just fell off. そうね。いい意味の
Saito wasn't really good anywhere, but he was consistent. So lead car Vito way offline, unfortunately, coming through the hairpin. It looks fun, but it just wasn't a good scored run. So looking at the performance of those cars in the first run, looks like this guy here, Vito, has a bit of a better handle on the course and on his car. まずはイーブンというところから始まりました。ただこの尾藤選手も何年か僕ライツで見てる限りはやっぱり追走に結構強い選手、野生的な感じですね。もうとにかく捕まえていくというところをさあ後追いでできるかどうか。GRスープラ斉藤に対して入れ替えの2本目。 So once again, I think the better strategy here for the chase car would be to just to back off a little bit and try and time it to catch up on the transition. See how it goes. So this time Saito in the Super is leading. Starts fairly early. Vito's right there with him. Here we go, here we go. Here's the strat. Pauses slightly on the transition. Now put the power down. Oh, he kind of falls back a little bit though. Oh. Vito almost had that perfect. Let's have a look at the line from Saito. Here we come, both of them similar angle, right to the edge of the white line, keeps it inside the ripple strip. Vito, they're very wide there. Ah, right there, you can see that handbrake pull from Vito. Well, do we have a jump start though? Did someone jump the start? そうです。4点男がフライングしたら4点男ってなりますけども。さあというのが逆にでかくなりそうです。All right, cameraman, calm down. フライングで決まりそうかな。Is this the jump start? Watch the jump start. Watch the start. Ready? Lights out. これか。あれでダメなの？今。ただどう判定するかはちょっとまだ分かりませんけどね、完全に消えたらスタートというギリギリの、ちょっと審議中、確かに僕もね、動いたなっていうのはじゃあ減点はもう、僕もそれはすぐ動いたんで、見えてたんで、まあ、引かれるなと思いましたけれども、やっぱ減点されてると。そうですね。So Saito, as the chase car left before Vito. ということ、これ多分3ランクきましたね。So that would have been a 6 to a 6.5. Unfortunately, Saito jumping the start, so the chase car is not allowed to leave before the lead car. There is a little bit of a gap, like the cars don't need to leave on the start light like a drag race. They do have a slight pause that they can take. Unfortunately, Vito not going directly on the start, sort of waiting a second. He's allowed to do that. And Saito leaving first. Unfortunately, it's a 3-point penalty to him. Everybody's so keen right now. Everybody's not really got their minds in it yet, I think might be a problem. So the Supra leaving the start line before the chase car. この中でやっぱり岩井選手が頑張ったなって感じになりますよね。次が、はい。まあいいか。何ですか。何ですか。どういうことですか。次も勝ちますよ。あ、次、岩井選手のことですか。岩井選手の次の対戦は明日。So the upside of that is an S13 through to the best 8. マナブさん言うてもんてるやん。さっきのも無理だったんですよ。そうだよね。でも勝ったんです。It's a rarer and rarer sight these days. But we'll be seeing Vito in the best 8 tomorrow.
合気道なんて運転でも何でしたっけあれあるんです持ってるんです持ってるんですかなんか何か持って気合気を持ってるなんかフォースかなんか持ってるすごい何か持ってる折戸さんがよくこう天から来るやつそれとはちょっと違うそれとは違うそれとは違うわかんないどれますけどいやいや全然わかんないどれと違うんだかがわからない本当にもう何が降りてくるのかもわからない同じとは言いたくないですねそんな人と同じになりたくない似てますけど違う似てるけど違うはいさあというところで今5組目がなるほどねはいコース修正してコース修正が All right, we are halfway through the best 16 here for round 1 of D1 Grand Prix. This next battle should be a good one. Kitooka versus Nakata. ベスト16はい4組どうなってくるのかどうか これ What is he leaking? Something is leaking. いや岩井選手がって話じゃないですよ There is a lot of something leaking under that car. あれ今ねボシャーって漏れたんですよいやちょっと待ってください北岡選手何かトラブルだ北岡さん We're pulling the power cut off, the ignition cut off, the battery cut off. いや多分水ね今ウォームアップしたらボシャーっと下から出てきた Now, it looked like it might have been coolant. It wasn't really flowing out like oil. Yeah, look at that right there. That is a lot of water, though, and you can see it's evaporating up there. So I think the 2JZ engine in this Toyota may have blown. Going by where that's coming out, maybe a rear coolant line. This is not the time and place to do that. Not right now. バシャー行きました。めったに見ないですよあそこまで。ないですね。水たまり越えてったぐらいな状況になってましたよね今。あら大変だ。You can see the Kitooka's mechanic looking sort of behind the turbo there. もうそろそろ永田選手がセットされることになると思いますよ。これはねいくら見てもさすがにあの量は無理ですよ。まあ水だろうがオイルでもあの量はちょっと無理ですね。いやー北岡選手せっかく2位で通過したのに。Okay, so this car running. There we go. Is that oil? Wait, that looks like oil. Yep, that's oil. でもウォーターポンプのところにパイプがついてなかったね。だからウォーターポンプのところに水も飛んだような気がする。見えますよね。ウォーターポンプは電磁ポンプかなんかだから。あ、そっかそっか。これはオイルですね。 That first little burst there kind of looked like coolant though, not oil, but that is definitely oil leaking out from under the car there. So what do we have here? Is it some sort of catastrophic block failure and everything blew up? だけどそんな状況じゃないですよ。でも今めっちゃがっくりしてた。もうバツって出しましたよ。ダメですよね。これ無理ですね。 Pretty sure that's going to be a retire there from Kitooka. Yep, he's unplugging his radio. いやー、これは何が起きた。こんなこともあるんですか。駆動系トラブルならいざ知らず。 それも重要な何かエンジンの。 So that's a shame there. Unfortunately, Kitooka. I'm sorry, he says. Of course, they all want to put on a good show. You don't want to blow up right before the start. He just said there, Brokupoi. So it seems like the block, he said. And that would make sense there. You see that water vapor and oil coming out. It's a catastrophic block failure there. Of course, the engine block has lubricating oil flowing through it and also cooling coolant flowing through it. And if both of those come out at the same time, it means there's a big hole in the engine somewhere that's allowing it all to come out. This would have been a really good battle too. Look at that, 2 red JZX100 Mark IIs. It would have been. It's a massive shame there.
So Nakata is going to complete his run. この1本をしっかり走り切れば永田哲郎なんとベスト8進出を果たすということになります。さあここは思いっきり走っていってほしいところ。 Nakata just taking it easy. All he has to do is complete the run. And there you go. So he'll be moving through to the best 8 for tomorrow's competition. なんと戦わずしてベスト8進出中田哲郎ということになります。 And unfortunately, due to the retiring of Kitaoka, 情報によりますと北岡選手はブロックが割れた。こんな時にこんなことが起こる。エンジンのブロックが割れたってことはもうそこから全部出ちゃったっていう。今 what a time to break an engine block right at the beginning of the season in your first battle. What are the odds? Murphy's Law would say the odds are pretty damn good. ちょっとそのオイル処理も今するという今通達情報が入ってまいりました。 You could see in that shot before that kind of stringy liquid dripping down. That's oil. You can see the Fuji Speedway staff already there cleaning it up. かかってるから。ダイレクトマウントとかしてると全部もうフレームから。それって調子がいい今回北岡選手踏めてましたからやっぱりアクセル回転長ければ長いほど速い速度でずっと踏んでる時間が長ければ長いほどその負担がやっぱりもうエンジンにマシンにどんどん襲いかかってくる。より今最近結構ダイレクトマウントする人みんなですね。しわ寄せきますよね。ねじれますもんね。普段じゃいいところがフットとかだとやっぱストレートが長い。 So most of the cars in D1 Grand Prix run electric water pumps compared to mechanical water pump that regular engines have. So I thought maybe just as that coolant blew out, maybe it was the rear coolant line that had either broken or the connector had come off or something like that. Usually you could be able to repair that fairly quickly, but when water and oil come out at the same time, that's really bad news. There's a few things that could be, for example, the coolant gallery splits and then water gets into the engine as it's moving, and that can cause enough pressure as the piston tries to compress the coolant in the block, in the 見ていないというかね、分からなかったところかもしれない。意外なそのストレスがかかってたところが今来たと。そこでなんなかっただけよかったです。いや本当そうです。そこでなったらもう終わんないです。もう大変な量でしたもんね。Tour, I believe is what they're saying. Yeah, if you get water in the bore and the piston tries to compress it, that's enough pressure there to split the block open and just spit everything out. So there we go, Kitaoka being towed back to the pits. 北岡選手のこのマシン、本当に調子が良かっただけに、was looking really good this morning. Typically aggressive Kitaoka drifting. Did I give him the caster's curse though? I said this might be his year. It's not a great start. そういう意味では見たかった。両者ピッツァね、確かね。まあ北岡選手に関してはとにかく次戦からもだいぶ期待が持てそうな感じ。 It's going to be a slow tow back on the grass to prevent it from dripping any more oil all over the track. 逆に去年まで使ってたタイヤがグリップが高すぎたんじゃないかっていう。なるほど。はい。そういうのもあるね。いうのもあって、ちょっと苦労していたところがあったって言ってましたから。さあというところでいよいよですね、この今5組目が決定というところであと3組なんですが、はい、まだちょっと時間かかるというところなんで、辻さん、はい、ちょっと明日のお知らせなんかも一つここに、はい、まあヨネちゃんなんかもしていただいて結構なんですけど、喋る機会来たよ。ここすげえ喋るから喋れないよね。喋れないよねじゃない。明日同じこの富士スピードウェイで、はい、モーターファンフェスタが、はい、2年ぶりに帰ってきます。2年ぶりですか。2年ぶりです。2年できなかったんで、で3年ぶり。3年目。2年やってないじゃん。2年やってないの。
2年やってないよ。じゃあ3年ぶりって言うんじゃない3年ぶりです。いやだと思うよ。合ってます。ちょっとものすごいコンテンツで、はい、盛りだくさんですね。もう分かんないぐらい詰まってます。それ俺もねまだ見てないんで。マナブさん、大変えらいことになりますよ。大変なの。いろんなところで同時にイベントが、はい、進行されますので、もちろんこの D1 グランプリの、今日のこの勝ち残ったベスト8も1個もやるもんね。その中の1個に入ってますので、明日は本当にいいんですよ。YouTube ご覧になってる方で、来ていただいたら、言ったら入場が駐車場代だけで入れちゃうんですよ。まあそうですね。そう、だから乗り合いで来てもらうのが一番お得です。車1台につきそう、そうなんですよ。10人乗ってても1台分大丈夫です。ちょっとバスはちょっと困るんですけど、いや、11人乗りのハイエースだったかなんか大丈夫だと聞きましたよ。本当？OKなんですか？まあできるだけ友達誘ってきた方がお得ですね。すごいお得です。はい。折戸さんもどっか出るんですよね。僕はお昼過ぎぐらいにアライブフーンっていう映画の映画の宣伝でトークショーで土屋さんと土屋圭一さんと土屋さんも来るんですね。一緒にトークショー見ました。見ました。出てました。あの映画いっぱいセリフあったじゃないですか。僕もねちょっと喋ってるんですよ。セリフがこういうような役で解説で。でしょ？はい。本当ね。折戸さんも出てるんですね。はい。その宣伝。あとギャルパラのギャルパラ春祭りにあるんですよ。あるので、レースクイーンの皆さんが今日以上に来るんですね。はい、一挙こうずらーって並ぶので。どこでやるんですかそれは。どこでやるんですか。ズバーってこの辺でやんねんな。はい、そうです。ざっくり情報です。だいぶヨネちゃんも適当やね。富士でやるんですって言われてます。この辺で富士でどこでやりますから、とにかく盛りだくさんすぎてすごいですよね。そうだって休憩ないもん。みっちりです。全くないですよ。いやいや、俺と折戸さんはしますよ。いやいやいや、僕ね結構一日忙しいんですよ。そうですよ。朝から。忙しいね。でも休憩するんでしょ。基本しないですよ僕。嘘つけ。仕事をやり通す男です。そうでした。そうなんですか。嘘ばっかり。デモランなんかもすごいあるし、あと試乗会もたくさんあるので、基本それですからね。そう、それで結構試乗会があるの。そう、早くにね順番取った方がいいんですよ。どんな試乗会があるの。新車の試乗から外車、国産車、あと EV 含め、自分で運転できる、それからチューニングいや、このコースです。ここのコースっていうか、この中です。富士スピードウェイの中を運転してできる。それはいいですね。はい。チューニングカーのフォード、サスペンションを変更したやつとかの HK さんとかカーベイさんとかそういうところの車も運転できる。そうですか。素晴らしい。いろいろ遊べますんで明日は。でラリーカーの同乗走行なんかも確かできるはず。今日ねやってましたけど、WRC の車とか。さっきリハやってましたからね。天気どうですか明日。どうやらねなんとかどうですか悪い方向行ってたんですけど、明日曇りです。やった。はい。もう僕が決めました。僕が決めた。決めれるんですか。さすがこれですね。本当に。はい。大丈夫です。だから明日も天気なんで。そうで今日はもう D1 をねすごい好きな方が来てくれましたけど、皆さん明日もぜひ来ていただいて、一日楽しめますから。いやみんなここに今日来ていただいた皆さんは、だって今日 D1 好きで見に来ていただいた皆さんで、ベスト8以降見ないわけないじゃないですか。そうですよね。もう皆さん明日も来るんですよ。本当に。もうお待ちしてます。僕の天気予報では雨ですね。やめてくださいよ、折戸さん。朝9時から雨マーク。やめてくださいよ。どこ？いや本当に。やめてくださいよ。この辺。All right, everyone. So we're still getting the track cleaned up. 僕は大好きなこの天気予報で見るとほら雨。大好きな天気予報。As soon as we're done with that, we'll be moving through to our next battle. 2ミリですよ。Suinaga versus Tanaka. Actually, that's kind of interesting. The previous battle. Kitoaka versus Nakata. 2JZ powered Toyota Mark II versus the same car. Our next battle. 2JZ powered S15 Sylvia. Similar cars. So it should be interesting to see how this battle goes. さあというところで折戸さん、その天気は変わりますから。そうですか。だけどそんな気にしないで。あなたもいるんだからここに。嫌でしょ？いや嫌ですよ。そうですよ。でも結構当たるんですよ。大好きな天気予報やから。変わってますから。時間ごとに全然ね。常時ね。変わります。さあというところでどうやらですね。
そのお知らせの裏で今準備が進んでおりまして、米さん出せた自分は大丈夫？はい、よかったです。6組目が今ウォーミングアップに入ったという情報が入ってまいりました。いよいよこの後ベスト16の戦いは6組目、あと3組、明日のベスト8進出をかけて3組の対戦。さあ6組目は末永正雄、田中聖美、ここからどうやらまた再び走り出してくるということになってまいりました。いやでも今日はやっぱりこれ富士スピードウェイということを忘れてたわけじゃないんですが、何が起きるかわからない、本当にそんな結果にどうやらなってきましたよ。通常とは違うことがちょっと起きますよね。いう形の開幕戦、波乱の開幕戦ということにまずベスト16の段階でもなりました。そしてそこからベスト8に残ったのが今のところまだ5人、あと3人が誰になるのかなんですが、この先もまだわからないということにもなってまいります。さあ6位目青いマシン D マックス、まずは末永正雄、そしてその対戦相手田中聖美、技巧派、このテクニシャンベテランの2人の対戦というところから、これは川崎さんどっちが勝つかはちょっとわからないんですが、僕は末永正雄選手の単走のね、走りの最後失敗したんですけど、あれ本当に良かったと思って相当乗れてんじゃないかなっていうふうには見てるんですけど。そうですよね、今日ね。なんか一番今日一のスピードと角度と振り出しの鋭さ、田中選手もいいんですよ。そうですね。3セクの繰り返しとか、かなり良かったですね。かなりいいところ、平均して良かったですよね。なるほどなるほど。そういったところでも田中聖美選手も全然悪くはないということから。Alright, here comes our next battle now. Seimi Tanaka. いい戦いが期待できる。 New livery this year. If you've been watching D1 Grand Prix, his car actually used to look fairly similar to the car in front. It was a dark blue D-Max style livery. The car in front, this one here, Masao Suinaga. It's a sister car to Yokoi's car. The way you can tell the difference between the two of them is Yokoi's car has a red trim around the bottom of the body kit, and Suinaga's has a bright green trim. Alright, here we go. Should be an interesting battle. Similar cars, similar drivers. Alright, here we go. Masao Suinaga. Car in the left lane will be leading this first battle. Well, let's see the difference between them. Both 2JZ, both S15. Here we go. Semi very late on the initiation, very late. Clean run from the lead there, Masao Suinaga, great run. Chase though, what was he thinking? It was such a late entry there. やっぱりね、スタートダッシュで決まっちゃうんですよね。どうしても距離出ちゃうから、ここですね。追いつこうっていう振り出しになると、もう完璧。Look at this Masao, already big angle, right to the edge. Look at that. Judged that perfectly. Transitions nice and fast to edge to absolute edge. Masao Suinaga, what is this run? He's taking the outer line on every part of this track. Wow, 8. So both these scores out of 10, an 8 out of 10 versus a 6 out of 10. So that's the best lead run we've seen so far from Suinaga. Now, I don't want to give the caster's curse to Suinaga either, like I just did before to Kitooka. But I think Suinaga's due for a good season. ただあとはもちろんね、その摩耗状態とか、この辺りが基本的には、まあ今日はちょっと特殊なんでね、タイヤ3セットルールもここまでと、また明日は明日で使えますから、またちょっといつもとは違うんでね、はい、摩耗の本当のいい状態はちょっとわからないですけども、
それでもなんとなくこの新しい難関のタイヤもなかなかいいだろうなと思って。 Don't worry, I didn't say anything specific, so it's okay. いや違います違います。予選から。予選っていうか単走の2本とこの追走に関してということ。さあ。The S15 Sylvia with a 2JZ. Well proven. It's probably the most balanced drifting package you can build. Although that said, the GR86 of Kawabata and Fujino as well, performing extremely well for their first time out. Could that be the new drift car to have? ただ今日のなんとなく一連流れ見てると正尾選手の方がちょっといい意味で冷静かなと思います。なるほど。その辺は抑えるとこ抑えてなるほどしっかり見えている。相当無理しては来ないし、考えている分そんな大きなミスはないかもしれない。そんな気がします。ヨネちゃんはその辺どう？いやいや分かるから。いやいや。質問難しいね。俺さん、もうちょっと簡単な質問だけでいいね。難しい。So the rules for D1 Grand Prix: no power adders like nitrous. They do run under JAF rules. Japan Automobile Federation. It's like kind of like the local FIA. There used to be nitrous back in the day in D1 Grand Prix, but they can't run it anymore. Right, second battle now. This time, Semi in the lead. Oh, look at that! But that turns out to be the right line that Tsunaga took. Something a little bit off about Tanaka. It's kind of odd why he wasn't able to get that run quite right. Okay, watch the lead car. The white and blue S15 is already initiated, but misses that outer zone completely. Tsunaga bang on the mark there. Threw it in very deep to try and slow down a bit, maybe a little bit too much. So that was an 8-6 to Tsunaga from the first battle. I think the second run might favor him as well. There you go, 7-5. Great score total there, 15 out of 20. So the winner in the blue S15 Sylvia, Masao Tsunaga, will be moving through to the best 8 tomorrow. So not the greatest battles there for Semi Tanaka. He did very well this morning in practice and qualifying though. He was looking solid. Just kind of fell off somehow. Oh, we'll see him in round 2. Right, rolling up the start line now. SR20 powered Toyota AE86. There's still one in D1 Grand Prix. Albeit very heavily modified to keep up with the rest of these monsters, like this one here. The 180SX of Ueo, the GTR engine, the VR38. We're looking pretty relaxed there. He's been building this car for quite some time now, this 180SX, to replace his S15 Sylvia. It's been fairly heavily tested too. So this A86 of Tadakoro, very heavily modified. It still runs a solid rear axle, but it's running one out of a, I forget the Japanese name of the car, a Tarago. An Estima with a Watts link, believe it or not. And 18-inch Watanabes on the back. There we go.
first battle. Ueyo in the lead, already gapping Tadokoro. Oh, he's going to run a little bit wide there. Now, just judging aside there, one thing that drift judges generally don't like to see is people ineffectively using horsepower. By that I mean not using horsepower to gain speed, but just to burn tires. There was a big clutch kick there from Ueyo at the end. Look at this right about here. You can see big kick of the clutch. So 7-6 to Ueyo. It's good to see the 8-6 still out there, but I don't know, man. It's a bit of a struggle. これを見てる人は、女の子の声とか聞きたいわけですよ。いつまでも鈴木まなぶの声をずっと。それはわかるんですけど、それはわかるんだけど、俺さ、聞くタイミングと聞く内容があって、大体答えが出てくるところを読めてるじゃないですか。But Ueyo still hit all the points he needed to. He went wide, hit those outer zones, kept his speed up. So that was every chance for Tadokoro to do well. Ueyo's looking good on this run though. 僕のタイミングが悪かった。そうです。わかります。何の話なんですかこれ。もうだいぶ折戸さんも解説者としてもう退化した状態になってます。いやある意味進歩してる。進歩してるんだこれが。だいぶ先行ってますね。あまりにもどうしようもなくて川崎さんが黙っちゃってます。もう本当に。Both cars back to the start line. We're running this battle again, this time with Tadokoro in the A86 in the lead. 実はワンランクしかついてないって。俺だからまだ田所チャンスあるんですよ。 Lead A86 Chase 180SX. あのスピードで自分の走りならできるけどっていうのは上選手ありますよね。感想いいんですからね。ってことはこれついていかない最初もう後から行く感じですよね。絶対詰まっちゃいますからこれ多分ね遅らせると思いますよ。スタート A86 もなめらんないですよね。軽いからね。そうですか。すごいだけどやっぱりでもそのトラクションのかけ方と持っていき方はやっぱ早かったですけどね。今の作戦かもしれないですよ。いやないと思いますねそれもね。さあということで入れ替えの2本目今度は A86 がほら先に行ったほら離れてきましたね。絶対させるよ。舐めてる感じが。いやそうそう。さあだいぶ先に行かせた。そして後からどこまで近づけるかということになる自分の走りをするには前に近づかない。さあしかし。Well, right on the edge of the track there, Ueyo kind of hanging back. What a huge mistake for Tadokoro right at the end. もう何もしてないのに上尾選手がこのまま勝ち上がりになってしまった。これね今僕ね途中ヘアピン立って So I think Ueyo just having that run handed to him there. でも結果もこういうことを含めて多分 Ueyo literally had to do nothing to win that. なるほど。おそらく詰めすぎると今の上尾選手のこの今日のコントロールでは多分合わせるにはまだわからないところがあるからと。So Ueyo taking the safe approach this run, which is what some of the other guys here today should have done. Given the lead car a bit of a gap, and then make up for that gap. そうですね。すごかったです。すごかったよね。はい。何が聞きたかったんや。何が聞きたいね毎回。大野さん。僕のためには。大野さん。もうやめとこう。多分ね。本当に、ね。あともう1対戦ありますからね。もう1回やったら怒るかもしれないね。本当に。さあ。Also, one thing that might make tomorrow interesting is there is a chance of rain. There's a 90% chance of rain here in Shizuoka. Now, it doesn't mean it's going to rain all day, but it is going to rain at some point. Should be interesting. When it is going to fall, nobody knows.
もちろんそうですけど、今は多分もうあえてもうなんかもう狙ってったスタートのやり方だってやると思いましたもん。もう All right, so Ueo had to do literally nothing to win that battle. A 6-1. So total score there, 13-7, knocking out Tadokoro. So we'll be seeing Ueo tomorrow in the best 8. And he'll be going up against the winner of this next battle, Yokoi versus Mori. あれやっぱ取ったんだ。マイナス3ランク。なるほど。いやだからそれだけやっぱ田所選手は気合い入ったところですよ。マイナス3ランクと最後のミスというところで、これで勝負ありということになりました。ベスト8進出、上尾勝弘です。忘れてた。 Like an official winner there, Ueo. It's good to see the new 180SX performing well. Speaking personally as a 180SX fan, it's good to see them out. And here's another one with the GP Sports GT style body kit, being driven by Mori. Unfortunately for him, he is up against Zombie Yokoi, who'll be leading this first run. So Mori's strat for this run is go as fast as possible. That's all he can do. He's doing a good job in the chase though. That was not too bad there for Mori. 想像よりもすごく良かったですね。でも角度なかったですよ。いやでもすごい良かったですよ。なるほど。すごい良かった。よく距離感でついていけますよね。なるほど。それは変なスピンとか変ななんか変なこと起こるかなと思ってましたが。いや僕はそこまで森選手を振り見てないんで。So Yokoi comes in the shot already with big angle. Mori soaring at the steering wheel there, trying to get the car to step out a bit more. Lacking a lot of angle there, going very shallow. It's okay though, chase car does not need to take the same line as the lead car. The problem with that is Yokoi took a good line. Even ですよ。これはまず1本目。まあもちろん先行で取っていくって大変ですからね。後ろで大きなミスがなくて。Oh, this could be Mori's chance. This could be Mori's chance. Okay, so Mori's car is probably one of the most high horsepower cars here. Believe it or not. Now, because this is the English broadcast, I can say stuff that Japanese people can't understand. Therefore, I can sort of be a bit more edgy. I mean, they kind of hint at it. Mori is not necessarily renowned as the best driver. Let's just be blunt. He's not. He doesn't have the best steering skills. That said, though, he has some of the best mechanics and a lot of money. And that 180SX is probably one of the best built cars here. When I say best built, it's very balanced. It's been set up to be steered very easily. Now there's advantages and disadvantages of that. The advantage of that is you get a better average result. It's not kind of all or nothing. Because, you know, people say Mori, you know, he's not that good a driver. Therefore, the car needs to be very well balanced. Now, the good side of that is you're not going to get those big, you know, win or spin sort of things. Mori's results are always very average. Now, in motorsport, though, that can be a good thing. Chat said he's the Lance Stroll of D1. I think, yeah, you could say he's like Stroll. Yeah, that's a pretty good. Yeah. Whereas Yokoi's like Leclerc. All right, here we go. Second run. Whoa, has Mori been practicing?
森選手すげえいい走りしちゃったんじゃないですかこれ。さっきのは77だからいやさっきのはこれいいになる可能性ありますよ。あるでしょ。ありますよ。いや Look at this car leading over so hard it's sparking on the ground. Yokoi initiates very late. That's okay. He doesn't have to initiate earlier than that. But maybe carries a bit too much speed. Manages to recover pretty well. Look at this, side by side, into the hairpin. Yokoi already on the accelerator. He's reading the lead car really well. But even though Mori starts to pull away. アベレージと言わせないぞってぐらい。とは言わない。もういろいろやってますよ。なるほど。これはちょっとその部分が。Oh, how's this going to go? Now remember, in D1 Grand Prix, we don't have one more time battles in the top 16. Although we don't when we have DOS. I'm not sure about right now because we have human judges here today. Yokoi a bit overconfident. The strategy here this weekend, I think, for people who don't quite trust the lead driver is not to dive in like that. A great angle, though, from Yokoi. Mori, though, an average run. But he did what he needed to do. It was a very late entry from Yokoi. Remember, they're already in fourth gear when they're entering. 通る気がないみたいに聞こえる。通る気はないんです。ああ、そうなんだ。なるほど。あ、そういう意味での基本。かすってたらラッキーって思ってるだけですから。そっか。踏むだけです。踏むだけ。All right, so before we announce the winner of that, so the winners so far, and we'll be seeing the best 8 battles tomorrow. Fujino in the new GR86 versus Iwai in the FC RX7. Good to see that. Kawabata also. Here's the result there. And there's the result there. Yokoi just barely. That's unfortunate. Mori, though. Good show from Mori. Just barely knocking out Mori. That's going to be a huge confidence boost to Mori. You could even hear before Arita was calling him Mr. Average. And once again, in motorsport, that's not necessarily a bad thing. A lot of average results ends up in a good overall season score. All right, so the battles tomorrow, Fujino Iwai, then Kawabata also in the brand new GR86 versus last year's D1 Light champion Vito. He's in the S13 Sylvia. Good to see an S13. Then we have Nakata versus Suinaga. And Ueyo versus Yokoi. So, tomorrow, we'll be having the best 8 through to the final. It will be here on this same channel at the Motor Fan Festa. It's a big event happening tomorrow at Fuji Speedway. There's going to be lots of motorsport stuff going on here, and that includes the best 8, final 4, and final battles for round 1 of D1 Grand Prix. So a bit of an interesting start to the season. Some of the usual drivers that we have here aren't here this weekend. We also have an injection of new drivers who are already performing pretty well. So it should be a good season of D1 Grand Prix in 2022. Now, what I will be doing tomorrow as well is before the battles start, I will be doing a live stream over on twitch.tv/Noriero Japan. So we'll be doing a little bit of a pit walk around here at D1 Grand Prix and also at Fuji Speedway. We have the brand new streaming setup with full HD. It looks like you're watching a live vlog, basically. It looks really good. So I'll be doing that. You can join us there. If you want to know when things are happening tomorrow, the easiest way to do that is just follow me on Instagram at Noriero.
and just check my story and I'll give you all the links and things like that and let you know when it's going to happen. So if you want to know, the battles will be starting at 11 a.m. tomorrow morning, Japan time. 岩井君なんですよ。あ、なるほど、よかったやん。なのでそちらもこの会場で残ってやるらしいんで。何がよかった。 So it'll be fairly short and sweet. そういったところの話も生で聞けますね。そうなるとね。本当は走り屋回顧録でこの俺の先輩にも出てもらったコンテンツなんで。Rhino says, will there be a VOD on Norio too? Yes, there will be. I will upload that later on. So if you can't miss that, if you can't catch it. And of course, we have other D1 Grand Prix rounds this year at tracks like Okuibuki, also at Ebisu Circuit. And where will the final round be held? I wonder. So with that said, thank you very much for joining us here today on the live stream. I appreciate you all for joining us. It's a lot of fun to be out here watching this live and also doing commentary on it and sending it around the world. So thank you once again. I will see you tomorrow, hopefully from the best 8 through to the final of round 1 of D1 Grand Prix. Once again, thanks for watching, and I'll see you tomorrow. Bye for now. オフィシャルタイヤスポンサー、東洋タイヤ。パートナータイヤスポンサー、バリノタイヤ。芝タイヤ。ビッツァータイヤ。ケンダ。パートナースポンサー、トネ。スノコ。グラムライツ。アルティア。ATS。プロジェクトミュー。BN スポーツ。ブリッド。オフィシャルアワードドリンク、奥の松酒造。メディアパートナー、ドリフトスピリッツ。三栄。以上の皆様のご協力でお送りいたしました。皆さんにお知らせです。この後5時半にパドックがクローズされます。もう間もなくなんです。5時半にはパドックがクローズされますので、皆さん速やかに退場よろしくお願いいたします。それはレース以上の体験。それは車の旅。君の情熱がどこかに立つ。君を動かす力がどこかに見つかる。自分が向かう道を見つけ出せ。プレイステーション。青は挑み続ける心。青はまだ見ぬ何かへの渇望。青は内なる情熱。あなたの青をそのタイヤは呼び覚ます。青を灯せ。 Toyo Tires. Body no tire. Tire
オイルはもう僕は長いこと使ってますけども、例えば、油圧が垂れにくいだとか、密消オイルなんかはねすごい泡立ちにくくてすごい、長く使えますし、スポーツ走行にも向いてるかなというふうにも思います。ぜひ皆さん使ってみてください。という注目のドライバーです。ゲーム野郎に本物のドリフトなんかできるわけねえだろ。ドリフト舐めてんのか。舐めてないです。僕これでもゲームでは日本一なんで。いつも通りゲームだと思ってさ。ふざけやがって。勝ち抜いてこいよ。限界を決めるな。自分を超えろ。アライブ・フーン。